チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日もお集まりいただきありがとうございます。本日はですね、高市政権は戦争放棄を手放すのか、会見の現実味と世論ということで、パレスチナのアメリカの状況等をお話しした後、高市政権はいよいよ会見などに乗り出すのかということで、早速暴走気味のですね、政権について語っていこうかなと思います。
現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴はご注意ください。また、カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く集まったりしているわけではありませんので、よろしくお願いします。あと、この配信のチャットはですね、視聴者同士、配信者モデレーター様が安心して会話できる場を目指しておりますので、差別排除につながる発言や過度に攻撃的な言動、煽り等は禁止させていただきますので、概要欄のルールをよく読んで対応してください。ということで、いつも来ていただいてありがとうございます。まさいさん、まやえふさん、サリーさん、音花風花さん、しょうがさん、むよくさん、ミニラトルさん、このカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。今見ていただいた映像なんですけども、春節だったのでですね、中国が、ですね、お祭りを今やっておりまして、CCTV のですね、武道パフォーマンス番組で、ユニティロボッツのヒューマノイド、ロボットがですね、あれ本物のロボなんですよ。AI で作った動画じゃないので、本物のロボがああいう武芸を披露するという、ワンシーンでございました。いや、こんな国に喧嘩売ってることがですね、ちょっと現実でありますので、ちょっとよく考えた方がいいと思います。はい。完全に日本のね、上を行ってますよね。さすがに軍事転用とかする気はないと思いますけど、はい。ねぶたさん、コンカラスです。戦争に賛成してるわけ、戦争に賛成しているというか、そういうわけではないと思いますけどね。はい。戦争に反対するのはですね、みんな同じなんですけど、その辺はですね、私は意見はね、合わないと思いますが、大体素朴なね、反応をする人がね、多かったっていうことなんじゃないですかね。今まで通り戦争を放棄し続けてほしいのであって、間違っても戦争放棄を放棄してほしいわけではないということなんですよね。はい。普通にそれが言いたかっただけな気はするんですけどね。はい。ちゅうことでですね、ちょっと話を進めてまいります。いつも通りです。Google ドキュメントに、オープニングのですね、ホーストも並べておりますので、音楽聴きたい方とかはぜひとも元の、動画を見てみてください。ということで、アブソリュートさん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。そしてですね、先日ちょっと遅くなっちゃったんですけど、日本共産党さんと松竹信之さんについてお話しさせていただきました。内容が内容なので、ちょっとポッドキャストにさせていただきましたので、皆さんは切り取りとかはやめてください。はい、よろしくお願いいたします。よかったら聞いてみてください。あとですね、憲法改正の是非を問う国民投票に最低投票率を設定してください。現在は憲法改正の国民投票がですね、最低投票率が設定されておりません。はい。もしこのまま行ってしまうとですね、マジで改憲されてしまうのではないかという話ですので、ぜひともオンライン署名にご協力よろしくお願いします。あと、客が来ても黒字でも閉店、カレー屋を潰す資本金3000万円ルールをやめてくださいということで、ですね、25年10月の省令改正で外国人が日本で事業を営むための在留資格経営管理の資本金要件が500万円からいきなり3000万円に引き上げられて、皆さん商売が続けられなくなっているという問題が発生しています。排外主義に反対する方はぜひ署名してください。ペタさん、ルミさん、コンカラスです。軍事転用もできるよという気持ちを込めてのパフォーマンスなんでしょうね。そう考えると怖いんですけどね、マジで。やめてよっていう、それだけはやめてくれよという感じなんですけど、多分最有機がモチーフですよね。プログラミングされた動きだと思うので、いきなりね、こんな動きを自律的にできるわけではないと思うんですけど、それにしても凄まじい技術だなとは思います。つえさん、コンカラスです。カラスマさんの配信、今までなぜかハイプできないものが多かったんですが、最近はちゃんとハイプできるようになっているので、アーカイブを視聴される際はお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ハイプとかで、アクション、リアクションもぜひありがとうございます。いつもありがとうございます。助かってます。美味しい店だからではなく、人権を守るために賛同します。そうですね。ちょっと言い方がちょっと良くないかなという気はするんですけど、あくまで美味しい店を守るためじゃなくて、我々人権を守るために賛同してますので、よろしくお願いいたします。OBS さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、署名等にはご協力よろしくお願いします。はい、ということで、まずは、ですね、ちょっと、一周開けちゃったんですけど、パレスチナがちょっととんでもないことになっているので、その話を先にさせていただこうかなと思います。
西岸併合を加速、イスラエルの土地登録承認に反発ということで、もう反発とかそういう問題ではないのですけれども、昨日16日にですね、イスラエル政府が、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸の土地を国有地として登録するプロセスを承認したとのニュースが流れました。この動きをめぐりアラブ諸国などとはパレスチナ領土の併合を加速させるとして非難の声が上がったと。この動きはですね、エジプト政府によると、占領されたパレスチナ領土に対するイスラエルの支配を強化することを目的とした危険なエスカレーションであり、ヨルダン川西岸の土地をいわゆる国有地に転換する決定とし、これがパレスチナ人の権利を奪うとして非難したと。まあね、これ何言ってんだかわかんないと思いますけれども、要はですね、イスラエルがついに、今までもずっと一線を越えてきたんですけれども、完全に一線を越えて、パレスチナ領土はですね、自分たちのもんだと言い出しました。はい。パレスチナについて詳しい方にはですね、釈迦に説法だと思うんですけど、パレスチナって今、飛び地になってます。このですね、ちょっと、変わった形をした、ですね、土地がパレスチナだというふうに一般には知られているんですが、ガザは違いますけど、飛び地なんで、言われてるんですけど、実際にはこの色の薄い部分、色の濃い部分だけがパレスチナ人の人たちの居住エリアで、他はですね、全部壁とかですね、囲いとかで囲まれてて、イスラエル軍が事実上支配している地域になってます。この地域に関して、全てイスラエル領土であると。今でもイスラエル軍の管理下なんでイスラエル領土ですということを、ついにですね、イスラエルが言い出してしまったということですね。はい。イスラエルで承認された占領地の登記はまずはエリア C から始まると。エリア C がこの色の薄い地域で なります。過去ずっと行われてきて10月7日以降は激化した農村部やキャンプの破壊と住民の追い立て、赤字で示した都市部に人々を集約し、奪った土地を領土化している。パレスチナ自治区を事実上消滅させ、パレスチナ人居住区にするということで、最後にはですね、壁に囲まれた、パレスチナの人たちが住んでいる居住地が残るということなんで、これなんか聞いたことありますね。アパルトヘイトとか、ゲットーとかいう言葉が思い浮かびますけど、歴史的にですね、被差別民族を支配するときに、やられてた手法がそのまま使われているわけですね。はい。ナミさん、Google クレスクスさん、コンカラスです。もし戦争に向かう世の中になったらマイノリティはさらに差別されそうですね。いや、本当にね、ひどいですよね。はい。軍事転用されるものはもちろん見せられるよりロボットで踊ってた方がいいと思いますよ。はい、署名もありがとうございます。選挙後にいきなり自民党が憲法改正の野心をあらわにしたと言っている人がいましたが、そもそも自民党は改憲が当然ですし、そもそも今回の選挙パンフレットにも具体的な4項目の憲法改正案について書いてますということで、いや、それは本当にその通りですね。読めよっていう話ですよね、本当に。自民党に入れておいて、憲法改正にあまり賛同しないっていうのは私も意味がわかりません。はい。ということですね、アメリカ大統領に民族自決権を分かる人ということでですね、トランプである限りは本当無理なのかなっていう気がしますよね。イスラエルが西岸の土地をイスラエル所有とする事実上の合併のプロセスを開始した。これが許されるんでしょうか。ある日中国が日本の全土を領有しますって勝手に決めてるようなものですと。重大な国際法違反であり、世界がなぜこの程度のトーンでしか報じない、非難しない、行動しないのかという怒りが湧く。たったこれだけの短い文章しか入れられない中で選ぶ言葉としてパレスチナ反発とかロイター書いてるんですけど、これはないですよね。反発とかそういうレベルの問題じゃないでしょ。だからいきなり中国が日本を併合したみたいな話なんですよ。理解しているのっていう、理解した上で書いてるんでしょうけどね。どうにもならないですね。この、シオニストというか、イスラエル寄りのマスコミの、にはですね、ずーっとこういう調子なのでもう呆れてしまいますよね。伊沢さん、参政党バスターズさん、コンカラスです。国連人権理事会がイスラエルを絶滅行為の実行で非難と、なるほど、ありがとうございます。お知らせありがとうございます。当然ですよね。常に何回もだから非難決議してるんですけれども、それを無視し続け、ついにですね、併合し始めるというところまで行ってしまったということですね。はい。東エルサレムウンルワ本部の言う話しすぎる今の姿、国際法で不可侵の国連の敷地がイスラエル当局によって欧州破壊された。
学校や診療所を含め、ウンルワの東エルサレムの施設には水道と電力も遮断されている。新たな措置により占領下のヨルダン川西岸地区へのイスラエルの支配がさらに強化されることにということで、これ、映像を見た方もいらっしゃると思うんですけれども、ブルドーザーでですね、ウンルワの事務所を粉々に破壊するという暴挙を、イスラエル先日やってたんですよ。なんでこんなひどいことすんだって、あまりにももう、もちろんいつもひどいことしてるんだけど、徹底的にやってるから、何か西岸で仕掛けてくるに違いないとは言われていたんですけれども、その答えがですね、やばいパレスチナ併合であったというところですよね。意図はわかるというか、もう、わかりやすすぎるぐらいなので、なんですけど、これ国連施設ですからね、パレスチナ人の、人たちが作った施設でもない、国連の施設に対して、粉々に破壊するということを、勝手にやっているわけで、もはやね、テロ国家としか言いようがないなと思います。もちろんグテレス、事務総長も非難してますよね。中国政府日本列島領有、日本政府反発って、だから本当そういう問題じゃねえだろっていう話ですよね。トランプを選んだ米国在住の投票権を持つ人々のみがトランプにひどい仕打ちであるわけではないというのを思い知りました。トランプに投票する人々がこれが争点の難解関係なく加担しているということですね。いや、本当想像を超えてますよね、やることが。なんか、こっちもだから最悪を常に想像してるつもりなんだけど、それを上回ってきますからね。ユダヤ人、パレスチナ人双方のね、統合国家を作るのが本当に一番いいんですよ。そうなると、ただね、おそらくパレスチナ人の人たちの方が数が多いので、それがやっぱりね、イスラエル側としては本当に嫌なんですよね。だからこういうことをやってるんですけど、でもそうなるとね、イスラエルそのものを解体しろという、ことになっちゃってますよね。日本国憲法には共に自由が掲げられています。英語訳では12条がフリーダム、13条はリバティについて言及されています。同じ自由なのに英語訳ではなぜ、別々に表現されているのか。それなんでだっけなんでだっけって言っちゃった。申し訳ない。ちょっと待ってくださいね。それ調べておきますわ。アルジャジーラアラビア語の、調査報道が明らかにしたことによりますと、こういうことを繰り返しているのはね、何が狙いなんだっていう話なんですけど、皆さんが言ってるようにですね、だからパレスチナの完全な占領と、パレスチナ人の絶滅ですよね。アルジャジーラアラビア語の調査報道が明らかにしたことによりますと、イスラエルが米国から供給された国際的に禁止されている熱圧力兵器、いわゆるサーモパリック爆弾ですね、を体系的に使用した結果、ガザに対するジェノサイド戦争中に殺害された約3000人のパレスチナ人の痕跡が残っていないという。これ、見出し見たとき意味がわからなかったんですけど、どういうことだっていうと、サーモバリック爆弾、これ国際法で使用禁止されてるんですけど、これを人間相手に使用した結果、ご遺体が蒸発してしまって跡形もなくなってると。で、跡形もなくなってる人が3000人ほど推計でいらっしゃるということですね。跡形もなくなるってどういう状態なのっていう。広島原爆の時だって完全に跡形もなくなる、影もしかね、残らなかったというふうに言われる人もいるわけですけど、完全に跡形もなくなったというのはですね、ちょっと考えられないですよね。で、ガザでサーモバリック爆弾が使われ、その残虐性が書かれているが、イスラエルがガザにパレスチナにしてきたこと、していることの全てにおいて、何一つ残虐でないことはないということですね。ですね。命への憎悪と霊障、肉片にされても自分だと分かるよう体に名前を書くという話が投下したものの念頭にあってだろうかと。だから子供さんとかがね、自分が亡くなってもいいように親御さんが名前書いたりとかしているわけですよ、体の一部に。でもこうなってしまうと、だからサーモバリック爆弾で蒸発してしまうわけですから、痕跡さえ残さず消えてしまったということになりますよね。だからそういう人たちを探すってどういう作業なのかっていうのも想像もしないのかなと思いますし、こういうね、兵器を使うと分かってて提供してるわけですから、アメリカの責任ってもう、明らかであると思います。ジェノサイド加担国ですよね。ということで、
数千人の西側国民がイスラエルのガザ戦争を知ったということで、ただですね、アメリカの協力者であることはもう自明なんですけれども、アメリカ以外の国も参画してるんですよね。どうやって参画してるかっていうと、イスラエル軍に入ってます。ガザでの大量虐殺戦争に参加し、7万2000人以上のパレスチナ人を殺したと言われる、IDF、イスラエル軍ですけれども、イスラエルの NGO がイスラエルの情報公開法を通じて入手した情報によりますと、イスラエルの兵士5万人以上が少なくとも二重国籍者であると。その大半が米国または欧州のパスポートを所持しているということで、特に多いのが、当然アメリカ人ですね。1万2000人ほどが、アメリカ、イスラエル二重国籍。フランスとイスラエルの二重国籍が6100人、ウクライナ人3900人、ドイツ人1660人、ロシア人5000人ということで、まさかと思って確認してみたんですけど、ジャパニーズが65人います。いるんかいってもう呆れて言葉もないっすね。日本とイスラエル、日本は二重国籍認めてないはずなんで、イスラエル国籍、イスラエルにいる時だけなのかなという、気はしますけれども、65人の人がですね、この大量殺戮に参加しているということで、いや、もし日本に戻ってくることあるんだったらないと思うけど、逮捕すべきだと思いますよね。一回ですね、欧州のちょっとすいません、ロソース出せなかったけど、国がですね、一回逮捕に踏み切ったんですけど、他に続いてる動きはなくて、1万2000人以上いるというね、アメリカ、イスラエル二重国籍の人々も、フランスと二重国籍の人々も放置されてるっていう風な状態なんですけど、明らかにジェノサイドだし、イスラエルの国外に移動したらですね、戦争犯罪者なんで、当然に逮捕されるべき自由になると思います。はい。この65人がどこにいるのかわかんないんですけどね。いや、本当この状況になれちゃいけないですよ。明らかにおかしいですからね。はい。そうですね。ちょっと先ほどの質問なんですけど、フリーダムは人間が本来持っている自然的自由っていうことで、リバティは国家や社会から、勝ち取った自由っていうことなんですけど、第12条はですね、個別自由権で、フリーダムです。13条の方は包括的自由で、アメリカ独立宣言の、リバティを参照してるっていうことですね。はい。で、ただ日本語だと、明確な語彙差がないので、そちらもですね、GHQ 草案を日本語化したもんなんで、どっちも自由っていうふうに、乗っかってしまったんですけれども、12条は個別的自由権、13条は幸福追求権などの包括的基本権ということに、なっておりますね。はい。それで回答になってるかな。殺すことではなくむき出しの力を見せることが目的となっているし、実質残虐であり、やる側にとっては証拠が残らない罪悪感を抱かない。そうですね、サーモバリック爆弾はね、跡形もなくなりますからね。はい。化爆弾なんて恐ろしい兵器を作って、ジャパン入ってんですよ、65名。どこにいんのっていう話ですよね。だから日本国内にはさすがにいないと思うんですけど、いるっていうことですよね。これはもうパレスチナを独立国ともせず一定の自治を黙認してきた曖昧な態度のツケが回ってきたとしか。そうですね。いや、だから本当国連管理のね、平和維持連軍を潮流させるべきなんですけど、アメリカが邪魔してるんですよ。で、アメリカの平和維持軍のうちの今のインドネシア軍がですね、駐留してくれることになったんですが、インドネシアはね、国としては新パレスチナなんですけど、どういう働きをしてくれるかちょっとわからないという状況になってます。はい。ありがとうございます。わさいさんありがとうございます。どうめきりょうさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。で、ですね、ほんとこういう動きをなんとか止めろよという話なんですが、日本は止める気が全然ありません。徹底解明、軍事費、イスラエル製武器購入、裏に周到な政界工作、超党派訪問題、イスラエル政府丸抱えということで、恐るべきことが判明しました。今年1月上旬に、自民党、日本維新の会、れいわ新選組で、今中道に移動したタガヤってやつ、あと無所属の何人かがですね、ふざけたことにイスラエルを訪問して、ネタニヤフと握手するという暴挙に出たんですけど、ガザでのジェノサイドの罪で国際刑事裁判所から逮捕の出ているネタ
タニヤフ首相を表敬訪問しました。ふざけんなという声が飛んだんですが、ただこれね、自主的な訪問じゃなかったらしいんですよ。在日イスラエル大使館が日本の国会議員に招待状を送っていたことが、赤畑さんの調査で判明したと。一体どこからこの情報を手に入れたんだという、すげえなという話なんですけれども、大スクープですね。はい。イスラエル訪問特別支援事業と称して15人程度の参加を見込み、東京テルアビブ間の航空券、食費、食事、移動にかかる費用をイスラエル外務省が負担すると、明記しておりますということで、イスラエルの金で行ってきたということですね。信じられないな本当にそりゃね、そういうことになるよねって、ドローン買うみたいな話するよねっていう話ですし、私をはじめ安全保障調査会のメンバーの今回のイスラエル訪問が一部の報道や SNS で事実に反してイスラエル政府招聘と誤報されておりますが、費用も含めてイスラエル政府の支援は一切受けていないということを追記していますということで、1月10日にですね、ヘルツォーク大統領と握手しながら小野寺一則さんがおっしゃってるんですけど、これ嘘だよね嘘だってことですよね。いや、これ隕石辞任者じゃないですか。さすがに公式 SNS で嘘言っちゃダメでしょう。はい。って思うんですけど、どうなんでしょうかね。はい。多分認めないんだと思うけど。バージニア憲法における権利証典では獲得した自由と生来の自由を区別して使用している。なるほど。ありがとうございます。今の日本の憲法だと国連が決議した制裁や平和維持を目的とした有志連合軍には、もちろんそうですね、参加できないですね。はい。軍隊の参加は禁止になっているので、飛べる気がないだけでなく、加担をする日本、せめてイスラエルと関わらないでくれ。いや、だからパレスチナの方を支援しろよって。何を考えてるんですか。ゴグムリンさん、ここからです。日本のテレビメディア、アメリカの平和協議会が始まったとパレスチナ虐殺は終わったかのように報道しておりました。終わってません。はい。いや、ほんとね、イスラエルと断交してほしいし、いや、田谷亮さんはほんと国会議員向いてる、田谷を限らずだけど、もう国会議員向いてないですよ。いや、大体ね、曖昧にごまかされちゃうんですよね。アケートさん、ここからです。多分、赤畑さん以外追及しないだろうしな。いや、これ、まるっきり嘘だったのかよってね。さすがにだから、イスラエルの金は使ってないよなって私も信じちゃってたんですけど、いや、もう、その次元から嘘だったんかいというですね。もう信じられないですね。はい。ただね、ちょっとアメリカの話をするんですが、こういったね、なんていうんですかね、政府買収みたいな動きはですね、日本に限らず行われているという話がいろいろ出ております。アメリカの中間選挙を前に暗躍するパランティアと AI 関連資金、もはや AI 投資というのは国家規模になっているので、選挙工作資金というより AI が人間を使って選挙とアメリカを金で買っているといった方が実態に近いかもしれないということで、この CNNがね、結構とんでもない記事を出してるんですが、イスラエルのね、AI さん、こういう AI 技術による殺戮にも深く関わっているピーター・ティールのパランティアっていう、企業があるんですけれども、このパランティアとかですね、OpenAI とかですね、いろんな企業が小競り合いをしてると、何のために小競り合いをしてるのかっていうと、一番ですね、AI の規制を緩めるためにはどうするべきかみたいな、ところで揉めているらしいんですよ。いや、自分とこに利益誘導するみたいな話で揉めてんのかいという話なんですけど、もちろん対抗勢力の動きもあるらしいんですが、パランティアとその同盟者や、ライバルのオープン AI、あとリードザフューチャーという、AI のですね、テックな企業に関しては、AI に有効的な候補者を後押しするためにすでに1億ドル以上を投下していると。彼らはまた議会指導者やドナルド・トランプ大統領の政治ネットワークに対して多額の小切手を切っているということで、もう何が何でも金でですね、アメリカ政府を支配しようという、もう隠すまでもないっていうかですね、野望丸出しなんですよね。いや、結局軍需産業とか AI 産業に政治が変われるんかいという、話なんですけど、日本に限らずこういうことがですね、世界中で今起きてるということですね。
まあそうですね。だからイスラエル製のね、兵器とかね、ドローン等の最新技術が欲しいと思うんですよ、防衛省も。だからこういう風に近づいたわけでしょ。オーストラリアの市民はヘルツォーグ大統領が来た時に抗議して警察にボコボコにされてました。ああ、すごいな。気骨ある人たちですね。ありがとうございます。ギャンブル日記さん、コンクラスです。ピーター・ティールが本当に世界の黒幕みたいになってますね。チーム未来。イスラエルの軍事 AI がイスラエルのパランティア製なんですよ。政治がマネーゲームは笑えないっていうね。まあこんな状況なんでですね、哲学者のレイ・ダリオさんっていう人が公式文書世界秩序を崩壊しましたという非常に長大なポストを X に投稿してます。まあこれめちゃくちゃ長いし難しいので、まあ興味ある人は読んでください。面白いです。面白いんですけど、結構はシャレにならない本物哲学者の人方なんで、結構シャレにならないことを主張されておられまして、世界にはね紛争のサイクルがあるっていうことをこの人主張されてるんですよ。だいたい150年ぐらいしか世界が平和な時期っていうのはね1500年ぐらいから数えると続かないんだと。30年戦争の時代にヨーロッパ各地で大変な紛争が勃発しました。その後ちょっとですね産業革命などが起きて平和な時期が、100年150年ぐらい続いたんですけど、その後ナポレオンっていうおっさんが登場してまた戦争の時代に入りました。その後パックス・ブリタニカという時代があってもう少し平和になったんですけど、その後ですね一気にヨーロッパの、不安定度が増していき、ついに第一次第二次世界大戦に突入しました。で大体ですね100年ぐらい今1900年代からですね第一次世界大戦から100年ぐらい経ちそうになっているので、少しずつまた世界が不安定な方向に行っていると。その世界の不安定化っていうのは大国であるとかその時にですね秩序をコントロールする力を持った、主体が力を失うことによって割と発生するのだと。今アメリカですよね典型的には。アメリカがね衰退して中国のねさっきのように中国が非常に、伸長してですね力のバランスが崩れるっていう時代になると戦争に突入していく可能性が非常に高いということでこれを回避するためにどうすればいいのかっていうところは結論はありませんというふうに締められてます。中でも、ちょっと印象に残った描写としては、人々を煽る不誠実で感情的な訴えは愚かな戦争の危険を高める。だから指導者は状況と自分がどう対処しているかを真実で資料深く説明する人間が良い。最悪なのは指導者が国民に対して不誠実かつ感情的に振る舞うことであり、さらに悪いのは彼らがメディアを掌握する場合であると。はい。付け加えることは特にないですね。はい。その通りだと思います。ピーター・ティールは米国の選挙でもトランプやバンスに多額の資金援助しているし、大富豪や民主主義を私物化するのはやめさせるべきです。いや本当にね、だからこういう時代なのにさ、大富豪がだから民主主義を私物化するみたいなことしたら間違いなく戦争になりますよね。やめてよって勘弁してくれという。結局巻き込まれるのはね弱い人間なのでね。話は聞かせてもらった。人類は滅亡するみたいなちょっとタイトルがね煽りすぎなんですけれども、中身は本当面白いです。はい。NA104 さん、ここからです。高市さんのことでしょうかはい。ですね。そんな感じでアメリカ様が何を言っているのかというと、ルビオの演説が話題になっていたので読んでみたけどとんでもでした。1945年以降の脱植民地化はおおむね間違いであり、罪や恥の意識にとらわれることなくアメリカとヨーロッパが手を携えて人類史上最も偉大な文明を再建したいという米国のですねマルコ・ルビオさんという方がですねなんか長大な演説をぶったんですけれども、ヨーロッパに歩み寄ろうと罪や恥の意識にとらわれるんじゃないみたいなことを言っていまして、ミュンヘン安全保障会議というところで言ったんですけど、国連はガザでの紛争を解決できなかった、これ差別表現ですが、野蛮人からとらわれた人たちを救い出し停戦から持ってきたのはアメリカのリーダーである我々だったみたいなことをご主張されていたそうです。それはもう戦争終わらんわっていう話ですね。神を知らぬ共産主義と反植民地主義を抑え込み西洋の衰退を防ぐものだったのだ。トランプ大統領の狙いも同じなのだ。我々は後期で偉大な文明の子孫なのであるみたいな、
ことを言っていたんですけど、まあなんか落ち目の人たちは絶対こういうことを言うのかなというちょっと感想しかないですけど、それは世界からそっぽ向かれるよこの人たちね当たり前じゃないですか。まあおごれるものは久しからずみたいな言葉をルビオさん知らないんでしょうかね。はい。ですね。いや、本当世の中が加速主義と暗黒啓蒙の方に急速に進んでますし、まあ、やっぱりアメリカのこういう焦りというかね、力を失いつつあることへのね、反動みたいなものが露骨にもう出てますよね。隠す気もないっていう感じじゃないですか。いや、ヨーロッパもこれ巻き込まれたくないですよね。いきなりミュンヘンでこんなこと言われても、いや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 、みたいな。さっきいろいろ困惑してる顔の人たちが映ってましたけれども、はい。何言ってんだこいつって感じの反応ですよね。はい。いや、少しぐらい恥じろよって、よくもまあそんなこと。ベイナッチ。きつい。なるほど。そうですね。日本も日露戦争の時にイギリスのユダヤ人復興から戦費を支援してもらった借りがありますからね。その時はユダヤ人を迫害するロシア帝国に当時の大日本帝国が対抗してくれたからという大義名分があったからですね。ありがとうございます。だからまあ日本とね、ユダヤ人ってだからいろんなね、まあ結構右派的な陰謀論とかでも登場しますけど、結構縁がやっぱあるんで深いんですよね。ですね、ビザを発行しただけではありません。いやーね、ちょっと厳しいですね。これは本当にこれは本当に厳しい。いうことでですね。まあただですね、まあこういう醜悪なお金持ちの皆さんが今何に困っているかと言いますと、はい、ごめんなさい。すいません。警告すべきだった。エプスタインの顔が出てきます。まあエプスタインスキャンダルでめっちゃ困っているそうです。はい。伊藤浄一氏はミットを去った後、21年からデジタル庁の有識者委員を23年から千葉工業大学の学長を務めている。同大学と伊藤浄一氏をつないだのがジャーナリストの櫻井義子氏である。櫻井氏は、十数年前からの知り合いです。クリエイティビティにあふれる方で大谷翔平さんと並ぶ日本の宝ですよ。さすがにこのセリフ、まあ高市さんと仲良しのね櫻井よし子さんなんですけど、さすがにこのセリフはまあ伊藤浄一さんに対してのことだと思うんですが、同時期のメールによれば伊藤浄一氏はエプスタインのベラルーシ人の彼女とその友人であるロシア人女性の日本でのビザ申請をめぐり何度もメールで相談していた。伊藤が主要株主を務める企業が3人の受け入れ先となり、エプスタインの会社のエグゼクティブアシスタントという設定で身元を保証しようと打ち合わせを重ねやっていたということで、まあこれ文春がスクープしてるんですけど、もう CNN とかで裏取りされてる話だそうでございます。エプスタインに関してはね、ありとあらゆる人がなんか変な陰謀論とかを唱えてるんで、本当に情報取り扱い注意なんですけれども、はい、まあベンチャーキャピタリストの伊藤浄一さんですね。いや、この人さ、だからエプスタインに金もらってたんですよ。まあ結論から言うと。だからその時にMIT をクビになって、失墜したと、権威が失墜したと言われてまして、まあ私もね、そうだろうなと思ってたんですけど、調べたら、今、千葉工業大学の学長をやってらっしゃるんですね。現役学長冗談でしょって思ったんですけど、まあ先ほどのですね、週刊文春のあれも見てるように、デジタル庁のそもそも有識者委員をやっていて、その後23年から千葉工業大学の学長に、就任されてしまったということで、まだ現役バリバリの学長さんなんですよ。まあ、でももともとですね、エプスタインと親交があることはみんな知っていたので、19年から知られていたので、まあこういうメールが次々と今回出てきたという。いやー、信じられないですね。というか、エプスタインと付き合いのある人間を学長にするなよという、まあ話なんですけれども、まあこのように世界中にですのお金持ちの腐敗したネットワークがあるっていうことがですね、なんかファンタジーとか SF の世界じゃなくて本当にあったという、ことが明らかになっております。いや、エプスタインおじさん事件はね、本当耐性ない人はね、グロテスクなので、深掘りしない方がいいと思います。変な陰謀論とかいっぱいあるしね。植民地化が間違いだったとまで言うなら、大国の責任としてウクライナやパレスチナの主権守れ。いや、その通りですよ。ほんとその通り。だからね、イスラエルとね、アメリカはね、やっぱり責任が当然ありますからね。はい。いやー、千葉工業大学は突き上げてください。いや、学長ですからね。学長だって知ったとき、ちょっとひっくり返りましたよ。学長なのって、非常勤講師とかじゃなくてっていう。
ちょっともうのけぞったんですけど、私知らなかった。申し訳ないけど勉強不足で知らなかったので現役学長ってエプスタインの友達が現役学長、信じられないっすよね。学生に携わるとこにいるなよっていう。いや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 。スーパープレゼンテーションっていうテッドの番組とかそう出てたね、超有名人なんですよ。で、ニューロダイバーシティとかにも関わってるんだけど、勘弁してほしいですね。私一応当事者なんで。はい。エプスタイン島への誘いを今ロケット飛ばすのに忙しいからと言って断ったイーロンと、自前のハーレムの方がレベルが高いからって。ベルルスコーに断ってたんだ。へー。まあ、イーロンはね、本人もね、激しく否定してますけど、深い付き合いはなかったらしいですね。はい。そこまで。まあでもね、千葉さんはほんとズブズブなのでですね、もちろん犯罪に対しては関わってないと思いますよ。そこは信じてあげたいけれども、エプスタイン関連の写真でよくジョーを見るなと思っていたら、エプスタインとのメールのやり取りでもトップクラスに多かったと。最も関係の深い人物の一人に見える。日本でも公人として様々な役職についているにしては日本社会が全く反応しませんねと。なぜマスコミはこの話をですね、堂々と報じないんでしょうね。なんか、ジョイート一番上にいるんだけどって、テック関係者でトップなんだけどっていうですね、日本人だぞっていう。だから天地をひっくり返るような、まあ確かに陰謀論者の人たちは騒いでるけど、まあ天地をひっくり返すようなですね、マスコミが大騒ぎしてなきゃおかしいような話なんですけれども、なぜかですね、日本は無風に近いんですよね。なんかよっぽど都合悪いことがあるのかなというふうに疑っちゃいますよね。はい。陰謀論者ではないですけどね。いや、でも桜井よしこ、ほんとどこにでも顔出してくるの怖いですよね。なんであなたの名前があるのっていう。いや、頑張って勉強した先がね、プトモはやばいですよね。いや、日本はほんと児童性暴力に甘すぎますよ。はい。だから、マガの方が厳しいっていうのはおかしいでしょ。いや、まあ、マガの人はね、性暴力ではあるんだけど、一応。エプスタイン島に関与した日本人はどこの警察に逮捕されるんでしょうか。日本の警察が逮捕して FBI にでも身柄引き渡し、まあ逮捕はできないですよね、確かに。だから逮捕できないからな。確かに社会的制裁っつっても難しくはあるんだけど、でも特に公人になってるっていうのはやっぱりやばいですよね。日本社会が認めちゃってることになるから。いや、ほんと学生さん知った時の心中いかばかりかという感じですよね。ウォーキングイソックスさん、ここからです。エプスタイン事件を最初に指摘されたのが陰謀論者だったせいで、狼少年的に信用されるかと。まあね、まあこれに関係してね、まあ日本人の人たちはやっぱり陰謀論者の人たちがギャーギャー騒いでて、まあマガ系の人たちだったから、どうせね、向こうの連中がね、関わってる、腐敗した金持ちが関わってるだけで、伊藤っていうか日本人はあんまり関係ないだろうっていう風に言われてたんですけど、まあ伊藤さんがね、でもエプスタインの友達だったのはもう19年からバレていたので、全然そんなことなかったっていう感じですよね。はい。まあ日本はそもそもだからね、自動売買とかのね、話ってたくさんありますからね。はい。みっこさん、ここからです。そもそもチーム未来とかも竹中平蔵まただし、比例投票との乖離があってもまた騒がんからな。まあ、チーム未来もね、あれは陰謀論なので確かに、操作されてたりするわけではないですよ。それはそうですけれども、まあ、そもそも竹中平蔵に押されてたよねっていう話ですよね。いやー。杉並は桜井よしこみたいになりたかったんでしょうね。ゆうこさん、ここからです。来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。外国の局の方が自動性暴力に起こるっていうのは、チーム未来は高齢者切り捨てに行きそうですからね。はい。まあ、奴らね、あれなんですよね。本当竹中平蔵さんの思想を受け継いでいる人たちなので、危険ですよ。はい。ナノクラフトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ちゅうことでですね、エプスタインのメール群、で、エプスタインがね、まあ反社会的だっていうのは、ただね、児童性暴力のことばかりフィーチャーされるんですけど、最後にちょっとこれ取り上げたいんですけど、エプスタインはですね、MeToo 運動を潰そうとしていたそうです。始まりは2000年代初め、文芸界の大物ジョン・ブロックマンの演じ財団であった。この財団に持たされた寄付金85万ドル中63万ドルを担った最大の献金主がエプスタインだった。エッジ財団の目的とされたのは、多分野で重要な業績を成し遂げてきた知識人による壮大で刺激的で不穏なアイデアの提示というようなものだったんですけど、
これはですね、MeToo 潰しとかフェミニズム潰しみたいな動きであったらしいです。当然ながらほぼ全メンバーが男性でした。今回公開されたメール群にも説明があり、2018年エプスタインはブロックマンに対して昔のカンファレンスで多様性なんてものは気にもされていなかった。君もしなくていいっていうことだ。女性っていうのは弱くて邪魔になるからねというですね。エプスタインなんで当然差別主義者なんですけれども、これがね、やっぱり一番悪い影響とのして残ったのが、ピーター・ティールとかイーロン・マスクとかに影響を与えてしまったっていうところと、こうした潮流の中で、いわゆる文化のバイブシフトというのが形成されてたと、差別用語が尖っててイケてるものとして復権し、フェミニズムが痛いと嘲笑される存在になったということで、その後ですね、トランプが再選されていますので、エプスタインってね、19年に死んでますけど、死後もやっぱり結構強大な影響をですね、負の影響を今の社会に残してるんだなということがわかる話ではあります。はい。もちろん彼一人のせいではないですけどね。ということでですね。未来は原発推進で残念です。もちろんね、MeToo はね、エプスタインとかその仲間にとって非常に都合の悪い存在であったので、何とかして潰したかったみたいですね。そうですね、宮崎勉事件の時にね、元児童性暴力に対しての議論が盛り上がればよかったですよね。だからあの時もオタクが悪いみたいな話になって、やっぱり真剣に議論されなかったことが、ジャニーズ事件とかにもつながってますよね。日本会議と悪魔合体しそう。ネタニヤフとの関係はそんなにないんじゃないですか。陰謀説に近い、今のところその陰謀説に近いというか、もちろん伊藤さんも含めてなんですけど、エプスタインの性暴力に直接関わってる証拠はないので、そこはね、ほんと気をつけないと、エプスタインからね、陰謀論でなんか変な動画出してる YouTuber の人いっぱいいるので、ほんとそれは気をつけてくださいね。できるだけそういう CNN とかこういう、調査報道に頼った方がいいと思います。本当にだからエプスタインとねなんかつるんでエプスタインの犯罪もしてたんじゃないかって言われてるのはウッディ・アレンとか、ビル・クリントンとかですね、特に親しかった人たちですね。はい、そういう人たちはガチで疑われてます。はい。だからオルタナ右翼やアンチポリコレ、アンチフェミニズムは失われた労働者なんかではなくエリートたちによって先導されてたものだという、その通りですね。はい。右派運動なんで基本的にこういうお金持ちのね人たちが、困るからやってたっていうことですよね。そうですね、今の日本のフェミニストの人たちはね、オタク文化が嫌なだけでね、フェミニズム思想というわけでもないし、そういうね普通の人たちがやったことが MeToo 運動ですからね。そこもいろいろ誤解されてるなとは思いますけど、エプスタインはどっちも煙たかったので、どっちも潰そうとはしてたわけですよね。はい。そして最後に、フランス外相がイスラエルの戦争犯罪疑惑を非難する揺るぎない態度を理由に辞任を促したものの、国連特別報告者のフランチェスカ・アルバネーゼさんが拒否しました。彼女は批判を中傷キャンペーンだと表現し、圧力が増してもパレスチナの権利擁護を続けると断言したということで、なんかフランチェスカ・アルバネーゼさんがですね、なんかイスラエルの崩壊を願ってるだとかなんだとか中傷されてですね、世界的に非難されてまして、国連特別報告者やめろみたいなことまで言われてるんですけど、単なるこれ誹謗中傷だと思うし、だから今回のね、ガザ併合の動きとかフランスが知ってたんだかどうだか知りませんけれども、都合の悪い存在なのでですね、排除されようとしてるっていうことだと思いますので、引き続きですね、日本っていうか、世界的にはですね、やっぱりパレスチナの権利を、こうなってしまってですね、なかなか厳しい状況ではありますけど、引き続き擁護していくっていう動きが必要なのかなと思います。はい。ということで、ちょっと駆け足でしたけども、パレスチナと、アメリカの話でした。ありがとうございました。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。性教育や人権教育も小泉総理に国会で批判されてから学校現場で空転している空気がありますと。なるほど。そうですね。2005年に七尾養護学校事件っていうのがあって、あれをやったのは安倍晋三なんですけども、
性教育叩きとかっていう動きはですね、ずっとあると思いますよね。アメリカンサイコでヤッピーのベイトマンは口ではリベラルなことを言ってて、実際は反ユダヤ主義でホモフォビアで女性差別主義者だったので、あれはリアルだったんだなというですね。いや、本当にね、なんか嫌なリアル感が出てきてしまいましたよね。だから日本もなんかその自称リベラルっていうか、ただのネオリベなのにね、私は左翼だからみたいなことを言ってる人がたまに見かけるんですけれども、やめてくださいと言いたいですね。あなたみたいなリベラルはいないからっていう。まあそうですね。今回のに関しては、まあ伊藤さんがね、だから犯罪行為に関わってた証拠がない以上、今は何もできないし、まあこれでね、批判が高まって、学士を辞めることになったとしても、なんか訴訟だみたいなことになっちゃうでしょうね、きっと。はい。ほんと困ったものだな。なのでちょっとね、犯罪者に甘すぎるんですが、まあそんな、日本のですね、お待たせいたしました、総理大臣である高市さんについて、高市さんと、まあ、高市内閣についてお話ししたいと思います。まずはちょっと会見の話をしたいと思います。私の指示で自民党が圧勝と主張トランプ氏ということで、先ほどの話の続きでもあるんですけど、アメリカのトランプ大統領がですね、16日に衆院選の自民党圧勝をめぐり、高市早苗首相が私の支持を要因に挙げていたと主張し、一方的にって書いてあるんですけど、高市さんも感謝の言葉を述べてたから一方的な主張ではないですよね、これ。まあ影響力に関しては未知数ですけど、大変喜ばしいことであり、我々は彼女、日本と素晴らしい関係を築いているなどと述べました。9日 X でトランプ大統領の温かいお言葉に心から感謝いたしますと投稿し、選挙戦終盤に全面支持を表明したトランプ氏に謝意を示していました。ということでですね、3月にまあ高市さんとまた会談するんですけど、対日交渉でですね、有利になるように恩を売りまくっているのではないかというか、いや、高市さん、やっぱ9日のツイートまずかったですよね。内政干渉だし、内政干渉だって突っぱねるべきところを感謝してしまったので、これで3月に何言われても文句が言えなくなったと思いますよ。はい。ということで、ちょっと先行きが暗いんですけど、わしが育てたみたいなこと言いやがって。いや、でもこの態度もやっぱり女性に対する見下しが入ってると思いますよね。ミソジニーですよね。はい。内政干渉だし。だからトランプってまあ自分に従順なね、確かにリーダーは好きなんですけれども、こういう態度取ることそこまで多くはないはずなので、大体敵対的じゃないですか。いや、選挙期間中に他国の大統領がコメントするのおかしいですよね。ね、何でも手柄にしたがるし、ノーベル平和賞だとか言い出すし。まあそうですね。だからほっとくべきでしたよね。トランプが勝手に主張してるだけなんだみたいなことを言っとけばよかったのに、みんなしてこう言っちゃったから、まあ引っ込みがつかなくなった感じですね。はい。ですね、まあそういったですね、高市さんの対象の兼ねてかですね、まあこれちょっと勝つ前のエントリーなんだけど、いろいろなですね、まあ会見をね、いよいよやるぞみたいなことが言われてまして、まあというかですね、まあどっちかというと、私みたいなその会見を心配してるですね、リベラル派に対する風当たりがめっちゃ強まっております。悲惨な戦争を見て当時の人たちはなんで止めなかったんでしょうと思うんでしょうか。戦争を始めた人たちは戦場に負けず、負けても責任を取らないというポーゴ夏子さんのコメントですけど、まあなかなか強い言葉を使うんじゃないと、怒っております。どこの国と何の目的で戦争をするのか、それはこちらから仕掛けるのか、こちらから仕掛けられるのかという論点が自然に生じます。ここでも書いた通り、戦争には莫大なコストと人命を要します。なのでそれを支持する国民的目的が必要です。でないと戦争が倒れますので、必然的に戦争継続は不可能です。首相はこのようなね、独裁者ではありません。一人では戦争はできません。また戦争するなら日本は海を越えていかなくてはならぬので、日本から戦争を仕掛けるのというのは大変に多いんです。だから高市政権だと戦争になるぞと、どういうふうに戦争になるのかと聞いても、これこれの理由で戦闘になるというならまだ納得してくれるかもしれませんけど、高市政権だと戦争になるぞと、どういうふうに戦争になるのかと言われて、わからないお前はバカだみたいなこと
ことを言うのは、まあこれは言い方は良くないと思うけど当然、こんなこと言われても納得できませんと。民主主義のシステム下で選挙に勝つのは事実を分かってもらって多数の支持を集めなければいけないのですと。まあただね、今回選挙で勝ったのでですね、首相が変わったぐらいでですね、ポンポン改正できるわけじゃないじゃないですかという、ことをですね、まあいろいろな人から言われているんですけれども、ちょっと疑問があったのでというか、だって自民党ってだって党是として改憲を掲げてらっしゃるじゃないですか。で、それ自民党を支持してこういう内容のエントリーを書いているのに、実際のだからね、アメリカに巻き込まれる可能性とかについては考慮しないのかなと思って、まあちょっと質問してみたんですよね。まあ例えばですが、2024年以来、イエメンでの対風刺破作戦は米英が共同歩調で今も継続してます。また2025年のシリア ISIS を狙った空爆では今も続いてますけども、米仏サウジ等の有志連合からなる多国籍軍の生来の決意作戦、2014年ぐらいからこれ始めてるんですけど、その延長線上で、アメリカはサウジアラビア等と連携しつつ作戦を展開してます。アメリカはこのように年がら年中戦争している国なので、たとえトランプが去ってもそう変わらないと思いますし、改憲後の日本がこのような、軍事作戦の参加を求められる蓋然性は極めて高いと思います。まあ左派の訴えが届いてないのはそうだと思うんですけど、戦争に対して素朴な嫌悪感を抱く人々は軍事的に動向以前に改憲を嫌悪してるだけだし、まあアメリカの都合に合わせてね、こういう戦争に参加するっていうことなんですかって聞いたんですけど、改憲の心配をされておられるようなので具体的に言いますが、3分の2が、165議席なので、まあ、参議院はですね、維新国民賛成の支持を、得ないとまだ改憲できるような状態ではないんですよ。で、改憲のハードルは極めて高く長い時間を要します。改憲について論ずるならこの程度の事実は前提として理解すべきであり、私は改憲はまず不可能であると、いうふうに思っています。なので、戦争がね、向こうからやってくることをですね、心配してくださいみたいなことを言われたんですけどいや、それだったら改憲を支持して自民党に投票しないでもらえないですかだってこの方だってだから自民党を支持して改憲するっていう風に言ってる人たちを支持してるのに改憲は不可能だと事実上思っていて、改憲をするって言ってる人たちはおかしいってなるのおかしくないですか改憲するって言ってる人たちを信じてあげないのっていう。まあ信じてないんでしょうけど、なんかよくわからないですね。正直回答としてわかります？なんか意味わからんと思ったんですけど、いや、だから高市さんあんなに改憲したいって言ってるからこっちは、いや、改憲しない方がいいですよって答えてるのに、この方高市さん支持してるのに改憲の心配はしないでくださいって言ってらっしゃるんですよね。いや、なんかよくわからないですね。まあちょっとコメントしようがなかったので返信しておりません。はい。という感じなんですけど、参議院が半数以下なんですけど、まあこの方はですね、だから改憲発議なんかしないよってポーズだけだよというようなことを高市さんを支持しておきながらまあ言ってらっしゃるんですけどそうなのっていうじゃあで心配してる人たちがバカっていうことなのってよくわからないですね。大日本帝国も戦争を始めましたよねっていう。だから偶発的に、だからこの方はですね、中国から攻められてきて偶発的に戦争が起こることの方が心配なんじゃないですかみたいに言われてるんですけど、それだったら改憲しようがしまいが関係ないですよね。はい。太平洋戦争はそう、こちらから始めましたよね。維新国民賛成軽いしな、論理が破綻してますよね。やはりアメリカに巻き込まれることは念頭になかったっていうことなんで、でも突っ込んでもそうですね、アメリカに関して何もコメントされてないので、なんかもしかして想定外だったのかなっていうそこは突っ込まれたくないのかなっていう。いや、だから会見したらアメリカに巻き込まれるぞって言ってるでしょっていう話なんですけど、私はだからアメリカを警戒して言ってるので、だから会見を望んでないっていうことなんですかね。よくわかんないですよね。こたつ猫の恥ずかしい職業が流れてる。そうなんだ。会見を心配しない人と、会見を心配しても戦争が飛躍だっていう人といろいろですね。そうなんですよ。だからね、論理が一貫してないんで、なんか自民党の、まあ、支持する方は別にいいんですけど、会見を全く支持してないっていうならまだわかりますよ。私は、高市さんの他の政策はいいと思うけど、会見には反対だっていうなら、まあわかるんですけど、そういうわけでもないみたいなんで、なんでみたいな。いや、だってアメリカの戦争に巻き込まれるの心配じゃんって。アメリカ毎年こうやってね、ずっと戦争してるわけですよ。まあ、パレスチナの件もね、あるわけですけれども、まあ、あれはね、あくまでも間接的な協力ですけれども、まあ、イスラエル
イスラエルじゃない、イエメンとね、シリアに関しては、まあ、イスラエルの隣国であり、直接参加してるわけですよね。だからどういうことなんだろうっていう私は現実的な心配をしてるつもりなんですけど、まあ、それでですね、ただ、高市さん本人よりも、なんかね、憲法改正に前のめりなのは他の自民党員の人たちみたいですね。まあ、今回ですね、前参議院の佐藤正久さん、今回別に当選したわけじゃないのに、なんかすっげえ生き生きして、アベマプライムというね、極右的な番組に出現していたんですけれども、まあ、これ内容ひどいので別に読まなくていいんですけど、自民維新に国民民主党賛成と日本保守党を足すと改憲もしくは9条改正に賛成する衆院議員が5分の4を超えたぞ。これは国民の民意であり、早く国民投票を行うのが政治の責任であると。今の憲法は占領下の主権もない中で作られた。当時は自衛権がなく、武装集団がない中で制定されたため、主権国家に不可欠ないかなる時でも国民を守らなきゃいけないという規定がない。この手段も書かれていないので他国とは異なるため直さなければいけない。そんなこと言ってたっていや、自衛隊を位置づけるっていうのはすいません。自衛隊を位置づけるっていうのは、まあ聞いてたけども、そんななんか、主権国家であることを否定されてるレベルのことを思ってたんですね。今の憲法に対してそうなんだっていう。別に解釈会見でだから自衛権は OK みたいな話になってんだからそれでいいんじゃないのっていう感じなんですけど、まあとにかくですね、国民の民意なので、はっさと国民投票を行えみたいなことをおっしゃってます。いや、困るで、なんかこれにですね、反論してる倉持さんっていう弁護士さんもいたんですけど、まあこれはね、だから護憲、の人も否定してて、戦後の55年体制では大きな与党と野党が存在し、改憲と護憲を基軸にしていたが、これは不毛な二項対立であり、今回やっと護憲は票を取れないということが分かったと。だから今後はね、改憲しかないのだというような反論になってないじゃんっていう、まあ感じなんですけれども、確かにさっきの人が言うようにですね、非常に高いハードルがまだあるのは事実だと思いますし、まあ私みたいな左翼が邪魔するのでですね、いろいろな大変だとは思うんですけど、でもね、なんかこれは本当前のめりすぎますよね。もう会見しかないっていうようなことまで言われちゃってますね。はい。ということで、ワトワさんここからです。戦争はしたくないけど、6国境で攻撃されたから仕方なく。いや、でも本当になんかそういうこと言い出しそうで怖いんだよな。そう、自衛隊は米軍と一体化しつつありますからね。そうなったらね、もうね、改憲されちゃったらね、米軍と一体に行動するに決まってるじゃんって思うんですけど。まあ、ただ、安倍晋三さんはそうですね、会見できる機会いくらでもあったのに、口先ばっかりでしたからね、それをね、踏襲してるのかもしれないですけど、それもどうなんだろうな。高松菜奈さんは基本ネオリベラルの人だから、アベマプライムとかにも出るんじゃないですか。ちょっと出番見てないですけども。はい。だから、なんか右寄りのとこと左寄りのとこ行ったり来たりしてる人だと思います。まあ、高松菜奈さん全くネトウヨ的ではないんで、そこは評価してますけど、まあ、基本ネオリベラルな思想の人だと思いますね。日本が軍を持てないという事実に不足感を感じ、漠然と改憲に賛成したがる人は左右関係なく多いと思ってますが、改憲発議は危険です。そうですね。7割ぐらいは基本賛成みたいな感じでアンケート出てますからね。だから発議されちゃったら7割賛成しちゃうんじゃないかなと思いますね。そう、中国とはね、戦争してもだってあんなロボット作れるとこに勝てるわけないんだから、まあなんとか商売していくしかないですよね。もちろん言うべきことは言わなきゃいけないですけど、はい。アメリカ主導の有志連合に参加して自衛隊実践経験を積んでおくことは中国、ロシアに対する抑止力になると考えています。確かにそれはアメリカの戦争に巻き込まれるという面もありますし、一人一人の自衛隊の命や心情はどうなるんだという意見もわかりますが、そういうようなことを言ってる余裕はない。なるほど。いや、それならわかりますよ。私は反対ですけど、はっきり言って反対ですけど、すいません。それは反対ですけれども、後でちょっと自衛隊員の話とかしますけど、だからね、もうアメリカに付き従うことは仕方がないっていう考えで会見なんだっていう人はまだわかります。はい。それはね、論理一貫性はあると思います。でもさっき質問した人はね、なんか、全くそんな会見なんてできるわけないじゃんみたいなことを言われたので、はいって思ったんですよね。
あくまでも Z さん、プープー P さん、コカラスです。世の中の育成が恐ろしいですね。はい。何年前だか忘れましたが、安保法制、無理党をやり通して集団的自衛権の行使とか言って自衛隊が南スーダンに派遣されましたよね。後方支援とか言っても実際どうだか分からないもんじゃないですからね。はい。だからね、まあ実際南スーダンに派遣したり、イラクに派遣したりしてるわけですけれども、だからもうそれ以上はやっぱりね、すべきじゃないと私は思うんですよね。はい。高松菜奈さんね、だから結構ブレるんですよ。高齢者叩きをやめたんですよ。年金のことについて、枝野幸男さんとかからいろいろ聞かせられて、考えを変えてで、まあ、その後はちょっとリベラル派になってみたり、でもその後また叩かれて別の方向に行ってしまったりとか、まあ、ちょっと危なっかしい人ですね。はい。改憲派になれば選挙勝てるっていうのは松茸の病気なので。まあ中道理解の結果を見たらそれはないだろって感じですよね。だって改憲にするんだったら自民党と変わんないじゃないですか。中道だろうがリベラルだろうが。って思うんだけどな。対立軸そこに置けた方がいいと思うんですけどね。満蒙開拓団では観光東軍は移民を置いて逃げたし国民が守られなかったという前例があるのに実際は集団的自衛権の解釈を変えてしまったが9条改正の意義はなくなりました。まあそうですね、実質上その平和安全法制とまあ公明党さんは言い張ってますけれども、あれのせいでね9条無理やり改正する意義なくなったんですよね。だから護憲でいいじゃんっていう感じではあるんですけどね。はい。で、なんかもっとひどいこの論考を書いてるのが経済学者のノア・スミスさんっていう人なんですけど、高市時代が本格指導ということで、まあこの人ね、アメリカ経済とかに関しては結構まともなこと書いてるので、ちょっとびっくりしたんですけど、日本は平和主義から脱却しつつあるぞ。それに伴い、興味深い経済的な機会があれこれと生まれそうだと。まあアメリカ人にこんな言い方されたくねえよっていう、まあ感情がまずちょっと来ちゃうんですけども。まあ内容も本当にひどいですね。結論的に言うと、まあ左翼の言うことなんか無視して、軍事産業でイケイケどんどんやれみたいなことを言ってんですよ。いきなり恐ろしいものに変貌した今のね、危ういトランプと習近平が対決する国際環境で日本には何ができるであろうか。最重要事項は再軍備である。日本は GDP に占める防衛支出の割合を高める必要がある。それに軍事費を全面的に最新テクノロジーに更新する必要がある。これはすごく困難なことだろうと。しかしそれだけではまだ足りない。中国の規模は日本の10倍以上だ。中国は比類なき製造業大国に鍛え上げられている。だが核兵器を持つことはできない。なので日本は同盟諸国を取り込む必要があり、ブレがちなアメリカ合衆国だけではなく、インド、韓国、ヨーロッパその他と組まないといけない。まあそれはそうだと思いますが、それには日本がこれまであまり発揮してこなかった種類の、外交手腕が必要になる。でも高市さんならできるみたいなですいやできるで、なんかこのね、まあイ・ジェミョンさんと仲良くしてるのを見て、高市さんならきっとできるってノア・スミスさん思ったらしいんですけど、いやこれが根拠かいっていや、ちょっとがっかりしましたね。こんなこと言う人だったんだっていうですね。もう、なんかネトウヨみたいな感じになっちゃってますね。はい。で、まあ、非常に最後、ひどい、また文章で結論してるんですけど、まあ、高市さんの行く手には大きな課題がいくつか待ち構えている一方で、大きな機会が転がっている。日本は長く続けていた平和主義の時代に別れを告げざるを得ないのは悲しいことだ。でも、指導者が正しく導けば、この必要な変化は経済の停滞から日本が脱出する助けにもなり得る。軍事で金儲けするんかーいっていうですね。はい。絶対反対ですね。経済問題から脱出するために再軍備はねえだろっていう。さすがにこれはだって、純粋にだからね、日本の、なんでしょう、安全保障を心配して会見する人もこの言い方起こるんじゃないかと思いますよ。だから軍事で金儲けすることしか考えてないんですよ、この人。ひどくないですかまあでもなんかこういう人がなんか自民党の周りにはうようよしてんだろうなというのが如実に感じられる、はい、文章でございました。はい。まあそうですね。日米関係を基本対米従属だと考えてしまうのはね、まあ左翼なのでそこはね、相入れないかもしれないですが、ただ私はね、どっちかっていうとなんか同盟を結構前向きにもうちょっと昔は考えてたんですよ。でもあまりにトランプとバイデンがあまりにもひどいので、まあ考えを変えてしまったんですよね昔だったらね、ねぶたさんと同じ意見だったかもしれないですね。
神奈川国さんコンカラスです。語源が古いイメージなのが良くない。まあそうですね。今の現状を守るっていうやっぱりイメージがね、左翼的イメージとね、コンフリクトしてるので、そこはなんとかすべきだと思いますね。まあイメージの問題なので。友情とか人形機体の条文を普遍条項にするという会見なら、そうですね。だからそういう会見を攻めていくっていうのもありなのかもしれないですよね。中松菜奈さんは私のイメージだと自民党に投票すると社会がダメになるとは分かっているけれども左派のメンタリティが気に食わないと思っていそうそうなのか。あの方は普通になんかネオリベ野党に投票してるイメージがありましたけど、何なんだろう。そのドラムはなんだよ。まあでも高松菜奈さんは左翼嫌いですよね。中途は原発再稼働 OK で安保法制 OK で辺野古基地も OK 脱原発5件と言ってた人まで志を曲げて中道で合流してしまったので有権者が愛想つかしたのではないかと。だから左派票がね結局どれぐらい抜けたのか分かんないんですよ。ネオリベ票はねみんな自民党とかね国民民主党に逃げたっていうのは分かってるんですけど、ただね護憲派がどれぐらい愛想つかしたかはちょっと分かんないので、まあそこもよく分かんないところではありますけどね。いじめおさん、なんでこんなくだらないことに付き合わなきゃいけないんだよってですね。自分は今ある対米従属は必ずしも悪いことではないと考えていて、日本は世界一の経済大国ではない以上、必ずどこかの国の傘下に入ることは利害関係上必要なことではあると。まあもちろんそうですね。さすがにね、中国、ロシアにもうついていけないじゃないですか。今のまあ関係から言って180度逆転しなきゃいけないので、まあ不可能ですよね。だからその欧米諸国と付き合うっていうのはね、まあそれは仕方がないことだと思うんですけど、まあ私はなんかイ・ジェミョンさんぐらいの路線で付き合ってほしいなと。まあただ韓国はね、もちろん軍隊バリバリ持ってるし、アメリカと一緒に派兵もしてるし、徴兵制もあるしの状況であれなので、っていうところはね、差し引きしなきゃいけないし、日本が何かを代償として差し出すんだったら、やっぱお金とかね、他の協力しかないのかなという気はしますけどね。はい。でもなんか、もうちょっとなんかソフトにうまくやれないのと思ってますけど、国連ビジネスと人権に関する指導原則を読んでください。外見は軍国主義的な戦前に戻そうとする。そうですね。まあ基本だから佐藤正久さんみたいな人が言ってるのは反動主義ですよね。はい。って思いますけどね。だから現実路線としてのそういう対米に対する考え方があってのことではないような気がします。でですね、自民党での献金が三菱重工など軍事大手 2.2 億円ほどあるという話が出ております。まあこのタイミングで出すのが赤畑さんさすがだなという感じなんだけど、アメリカのトランプ政権の言いなりに軍事費の増大額を願う中、護衛艦やミサイルなどを製造納入する軍需産業上位企業や自民党の政治団体、国民政治協会に関連企業を含めて2024年に2億2000万円を献金をしていたということで、まあこれ詳しく見てみればわかるんですけど、だから三菱重工、川崎重工、三菱電機、NEC、富士通、伊藤忠アビエーション、日立製作所、うんたらかんたらという人たちがですね、防衛省のですね、契約上位企業でもあり、自民党へのですね、大量献金をしていたことが明らかになったんですよ。なので、これどっちかと言わなくても、だから、お互いに互恵関係にあるわけですよね。献金したら軍事産業を増やして、まあ、軍事産業を増やした方には、ね、仕事を回してみたいなですね。だから、ロア・スミスの言う通り、本当にだから高市さんは軍事で稼ぎたいんじゃないかというふうに疑われると思います。まあ、これは確かに石破時代からずっとそうなんですけれどもね。はい。タイムさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。朝鮮戦場時の軍需景気で敗戦国日本が財政立て直せたのは事実ですが、時代も違うし、そもそも人道的にあかんでしょっていう話ですよね。イ・ジェミョンさんは絶対こういう話したら怒ると思うんですけどね。いや、これが違法にならないのおかしいっすよね。明らかに利益相反が起きてると思います。はい。日本人の多くは権力者や経営者に忠実に従う。まあ、この後のちょっと話にも出てきますが、まあこういうのが好きなんでしょうと。日本の政治家や官僚のこのような誰かの指令に忠実という従うという態度は戦前戦中の軍事独裁時代に彼らが学び取ったものであり、彼らはその同じ態度を戦後及び朝鮮ベトナム戦争時代にアメリカ政府に対して示し続けた。日本は卑屈なまでに忠実な敗戦国家であり、このことが私の、Why Has Japan Succeeded によれば日本が成功した最大の理由であるという森島道夫さん、なぜ日本が没落するかという本を引いてですね言われてるんですけど、まあこれなのかなと思います。
まあ、だからアメリカをパートナーとすること自体を私は否定してません。否定しないです。日本共産党さんほどね、そこは強硬に言ってないつもりなんですけど、だけども、やっぱり何でもかんでも言うこと聞くのが正しいみたいな考え方はね、やっぱり戦前を引きずってると思うので、私はおかしいと思います。あくまでも自主独立的な主権国家なんだから、まあ、もうちょっとやっぱりトランプみたいなやつが大統領だったら、もうちょっと考えて付き合えよという、ちょっと意見ですね。で、まあ、これでも関連する話でまたですね、ツイッターで、取り上げられていたので、ちょっと取り上げたいんですけど、2015年の週刊朝日の記事なんですが、イラク派兵隊員29人が命を絶っていることが明らかになってます。2016年の2月に安保法制が施行され、南スーダンの PKO で自衛隊の武器使用が拡大したということで、まあ、先ほども言われてたんですけども、まあ、南スーダンの件とかいろいろあったんですけど、イラクへの派兵で自衛隊のですね、亡くなっている方が29人に上ったと。まあ、もちろんですね、現地で殺されたわけではありません。サマワ地域を非戦闘地域として復興支援活動に03年から09年まで自衛隊を派遣しました。自衛隊には死者は出ず、まあ、それがですね、ちゃんとしたね、平和活動、支援活動なんだということで、まあ、ずっと言い張ってたんですけど、帰国後に精神面で変調起きたし、すいません、言っちゃった。亡くなられた方がですね、29人もいたということが、当時明らかになってたわけですね。で、3600人中29人ですから、やっぱりね、ごめんなさい、全部合わせると、1万人か、すいません。5600人のうち21人と3600人のうち8人ですから、決してこれ少なすぎる人数ではないですよね。無視していい数じゃないと思います。だからやっぱり戦地に行くことによってね、PTSD とかメンタルヘルスに不調をきたすっていう、まあ、軍人さんはね、特にアメリカやイスラエルではね、続発してて大問題になってるわけですけど、実際にね、殺人とか戦闘にね、参加しないでも、やっぱりこういうね、悪影響が出てきてしまうして、それは、後々にならないとやっぱ分かんないっていうことですよね。それはまあね、戦地から帰ってきていきなりそういう病気になるかどうかっていうのはね、本人にしか分からないことなので、なんですけど、もしかするともっと数が増えてる可能性はあります。はい。ですね。だからもう軍政化してますよね、本当に。憲法に自衛のための戦力の保持と他国への武力侵攻禁止を巻き込む方法なら、まあそうですね、それならまだね、なんか妥協できるところかなという気もするんですけど、そういうこと言う人いないからな。三菱重工は隣にあるし、川崎重工は隣にあるし。なるほど。いや、でも全部ね、同じようなところにやっぱり企業が集中してるんですよね、小牧市とね。はい。軍国主義が悪ということは言わずものがなですが、永世中立を実現するにはスイスのような精鋭軍がコスタリカのパナマとの強力な地政学的権益は必要。まあ、それはそうですね。はい。永世中立国になるのはやっぱり今の日本では難しいとは思います。はい。太平洋戦争中、大本営建設に大手ゼネコン関わってたり、バリバリ軍需産業に関わってた企業はまだ生き残ってますね。生き残ってますね。はい。本当に。だから全然やっぱ変わってないですよね、ノリが。はい。森島さんって小室直樹さんと関係が深い人なんだ。ありがとうございます。まあ小室直樹さんはね、奇人変人で右翼ですよね。ASEAN に日本が入ればいきなり GDP が2倍になるから無視できなくなります。ああ、なるほど。そうですね。まあ ASEAN に入ってね、やっぱり経済グループとかね、防衛にもっと参画するっていうのもね、本当必要だとは思いますけどね。だからね、でも私がやっぱり心配してるのは、こうやって中東にいきなり派兵されてですね、自衛隊員さんが死んでしまうのではないかという心配です。それはやっぱりアメリカのやってることを見てればね、常に心配になってると思います。はい。で、最後に、先日チランを訪れたので特攻平和会館に足を運びました。たった数時間であれだけたくさんの人間の意思を読んだことは今までありませんでした。つくづくこの国の現憲法が、特に9条が全ての戦争犠牲者と戦争で苦難を強いられた人々の叫びのようであるように思えました。
かつて一度戦争で破局を迎えたこの国の住人としてならどうすればそうならずに済んだのかを考え続けることが未来を考えることと同じ意味なのだと思いましたということで、ちょっと私実際ねお伺いしてみたことないんですけど、知覧特攻平和記念館がですね九州にあります。はい。で、こちらにはですね無数の遺書やですね残された写真なども残されておりまして、今に語り継ぐものになっているんですけれども、やっぱりこういう戦争の記憶をですね残していって受け継いでいくっていうことは、こういうのをね右翼に利用されたりもしますけれども大事なことだと思いますし、なんかそれをね忘れ去ったままにやっぱ改憲議論みたいなのに前のめりになってるのはねあまりにも危なっかしすぎますよね。はい。なのでね、もうちょっとやっぱり考えてほしいというか、最大限慎重にやってほしいというのが正直なところなんですけど、なんか、佐藤正久さんとかは全然そういうこと考えてくれなさそうなんで、やっぱりですね、高市政権では、会見はしないでほしいと思ってますし、私は反対すると思います。はい。ですね。そうですね、鹿児島ですね。はい。祖父がアルコール依存症だったのが軍隊での経験、特に抑留されていたことが関係されていたのかと思います。なるほど。そうですね。だから軍隊でのね抑留経験とかそういう PTSD をね発症すると、アルコール依存になってしまったりとか DV をしてしまったりとかそういう方もいらっしゃるんですよね。はい。なぜ特攻隊の衣装を読んで愛国万歳になる？いや、マジで意味不明っすよね。知覧には一度だけ行きました。優秀館にも一度行きました。もうアジア版NATOを作るしかないのかなというですね。だからね、そこですよね。フィリピンやベトナムも日本に対してこれ以上の軍縮を求めてないということなのかと。だからアメリカが本気でお前らの平和なんて知るかみたいな態度を取るなら、なんか本気でね、そういうことを考えなきゃいけないのかなという気もしますけど、ただね、トランプはね、なんか来年にはいなくなるかもしれないですからね。そこなんじゃないですかね。アメリカ様の方針がいきなり変わるかもしれないので、はい。ちょっと今あまりに焦ってね、ことを進めるのは私は良くないんじゃないかと思いますね。身近でも自衛隊員のトラブルを感じることはありましたということで、そうですよね。やっぱりね、危険な作戦に従事されている方々ですからね。だからなんかよく自衛隊、確かにそういう人いるけど、左翼はね、自衛隊員の人たちのことだって何も考えてないって言われることがありますけど、大体給与アップしろとかパワハラやめろとか言ってるの共産党さんとかですからね。はい。給与下げろって言ったら維新だからね。はい。そのことは皆さん知っておいてください。はい。ということで、まず会見の話でございました。ね、次なんですけど、ちょっとね、高市さんへの個人崇拝がすごいことになっているので、ちょっとその話を、しようかと思っておりますが、ちょっとですね、強烈な映像がちょっぱな、高市さん本人は登場しませんが、出てきますので、閲覧にはご注意ください。流します。番組で言ったかどうかわからないけど、とにかく相手を批判してなんか自分が浮かび上がるっていう時代はもう終わったね。もう完全終わったよ。本当に。俺もそう思うよ。だから一つの時代が終わったので。そういうやり方は、やり口は。馬淵さんが書いてたんだけど、この勝因っていうのは高市さんは丹念に自分の政策のこと自党のことで相手のことを一切何にも言わなかった。これが一番の勝因だと。俺あれごもっともだと思った。ごもっともだ、そういう時代ね、そういう時代だよ。人の悪口言いまくってた党は本当にダメだったことだ。そうね。いや本当だから悪口しか言ってないからもうさ、俺に言わせりゃさ、人の悪口でしか自分のことをあげられないっていうことは政策がねってことだから。そうだね。簡単にそういうことだよね。そう、私はこうやりたいって言えばいいんだよね。あとははい。木原官房長官ですが、他の悪口しか言えない党は政策がない証拠だということでですね、参院選じゃない衆院選で見事、大勝利なさったので、その勝利のですね宣言とともに野党はね悪口ばかりだからダメだというまたその話かよっていう感じなんですけども、
いや、野党時代あなためちゃめちゃ悪口言っとったでしょという。はい。まあちょっと感想しかないし、あなた方に言われたくないよっていうか、いつもその野党批判してるやんっていう感じなんですけれども、はい。まあこれがですね、なんかのびのごとく、自民党支持者の人たちの間に広がっております。はい。ですね、もうだからそう、中道がラブ&ピースとか言ってたら投票してくれたと思ってんのかよっていう。いや、もちろん政策訴えろっていうこと言ってますけど、高市さんあんまり政策訴えなかったじゃん。人の悪口言わないようにしてただけじゃん。っていうですね。いや、自衛隊の処遇は本当改善してほしいですね。だからそう、アジア版 NATO を作るにしても、やっぱりね、今のままじゃダメですよ。もちろん中国に対してもそうだし、東南アジアについてもね、やっぱり戦争責任をちゃんと果たしてないっていう風に見られているので、やっぱりそこはね、ちゃんと過去の清算をすべきだと思います。高市さんは誰かの批判しないで済んじゃうもう支持者が代わりに野党を攻撃する。いや、その通りなんですよね。悪口をアウトソーシングしてるだけだろっていう。ツッキーさん、ここからです。悪夢の民主党政権は悪口だろって選挙でしょ。政策を語らないでどうするんだよ。高市自民党って政策示してましたが、政策が大事ならもっと選挙期間を長くしてください。でも冗談じゃなく演説やカラオケでもしてた方が票が伸びそうだよね。いやー、まあ、高市さんはね、歌う動画とかもバイラルしてましたからね。もうっていう感じなんですけど、まあだから高市さんの個人崇拝がすごいことになっていまして、まあこの方はずっとね、こういうデモをやってらっしゃる湯浅忠夫さんなんですけれども、まあ参政党支持者なんで、この人正確にはね、熱心な高市支持者とは言えないかもしれないですけど、高市総理ありがとうデモ、東京で開催したいと思いますということで、これは AI の画像ではありません。はい。実際にこの上りとかもなんかお手製でですね、作成されて、高市さんありがとうデモが、再び開催されたようでございます。まあこれね、みんな AI だって捏造だって、自民党支持者の人もね、AI に決まってるだろうって、左翼はこんなね、誹謗中傷やめろみたいなこと言ってるのがちょっと面白かったんですけど、まあ正直あまり面白がってられないですね。個人崇拝でしょ、これは。ダメだろっていう。毛沢東じゃないんだからという感じですよね。高市の悲願の政策、2年限定食料品のみ消費税ゼロ、なぜか国民会議に丸投げということで、その国民会議もね、よくわからないですからね、ちゃんと審議するのかな。だから南鳥島でレアアース取る政策じゃないっすよね。自民党も野党の批判をしていたけど、それは同情込みで悪口だと受け取られず、逆に野党は元からイメージが良くなかったら健全な批判も悪口だと受け取られていた。そうですね、イメージの問題が一番大きかったと思いますね。ありがとう、高市さんに何かお礼しなきゃいけないことあったっけって。いや、湯浅さんはずっとね、高市さんありがとうデモをやってる人なんですよ。よくわかんないけど。ありがとうデモってあるのかよ。湯浅忠夫左翼だったのかって。いや、左翼ではありません。極右です。はい、一時は参政党支持者でした。ですね。それで国民民主党の、まあ、私は玉木さんも批判してますけど、国旗損壊罪は慎重になってくれと珍しくいいことを言ったんですが、ですね。国旗損壊罪は表現の自由には当てはまりませんよ。セックスピストルズはユニオンジャックを汚さなかったじゃないですか。国会の敬意がない政治的主張は危険視すべきですというですね。すいません、笑っちゃった。いや、セックスピストルさ、こんな、ジャケを作ってる人たちだぞ。ユニオンジャックを既存してるでしょ。実際ユニオンジャックをビリビリ破いてるバージョンのゴッドセーブザクイーンとかもあるんですけど。いやー、ちょっとね、まあ、あんまり笑い物にしちゃいけないし、冷笑するのは良くないんですけど、さすがに笑ってしまいましたね。この人ね、しかも、コミュニティノートついてるし、エリザベス女王をファシスト呼ばわりしたんですよ、セックスピストルズって。っていうか、ピストルズ聞いたことあんのかよっていう感じなんですけど、いや、という感じですね。道の海賊さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。このまま人気が高いままなら、高市早苗や小泉純一郎も国葬対象になりかねない。でもありかねないですね。いや、さすがにでも小泉さんはないのかな。なんか反原発って言い始めてから人気下がりましたよね。日の丸振り回してヘイトを垂れ流すのは国旗毀損罪にならないのかよって。国家になぜ敬意を払わないといけないんだよ。宮城4区のは悪口っていうレベルじゃないでしょ。まあそうですね。はい。あれはもうね、誹謗中傷でしたからね。伝説のバンドの名前気安く使わないでくださいということですね。はい。
で、まあ、こういったね、高市さん現象なんですけれども、まあ、なぜ友達を選ぶかのように政治家を選んでしまうんですかということをですね、筒井淳也さんという方、社会学者の方なんですけれども、が書いてまして、まあ、非常に面白いので、よかったら読んでください。今回はけなげに頑張るという振る舞いが政治を空転させるに至った経緯についてお話ししております。一人の社会学者として、短くもですね、丁寧に論じたいのでどうしても回りくどくなりますがということで書き始めてるんですが、まあ要するにね、何をおっしゃってるかっていうと、なんかまあ高市さんが、やってることっていうのはやっぱりその議論否定的なところがあるだろうと。ね、政治には結局は決められないんだけど決めなきゃいけないっていう制約があると。政治学が討論の機能について考えるのと同時に決め方の論理についても考えると。例えば科学だったらずっと科学を研究しなきゃいけないじゃないですか。早々と決めずにじっくりと考えて討論して政策をブラッシュアップしなきゃいけないっていう方針が大事なんですけど、でも、政治だったらいつまで経ってもだから検討しますっていう検討士って言われてた、まあ、首相がいましたけれども、いつまで経っても検討しますじゃ前に進まないんで何かしら決めなきゃいけないですよね。だからポピュリズム政治家の人はね、熟議かスピードかでスピード重視みたいなことを言いがちなんですけども、だけどポピュリストだからといってまあ全く議論しないっていうわけではないんだけど、ただまあ今回高市さんの場合自然科学の文法と好感度や人気投票の文法が違うっていうことが多くの人が当たり前に知っているはずなのに、政治の文法と好感度の文法が違うっていうことは特にまあ日本の人たちにはあまり知られてないと。だから膨大な資金を政治に前へ進めない好感度獲得競争に振り向けられてしまい、討論をしないという国民にとって金銭的喪失をもたらす振る舞いが問題なしというふうにされたと。だからまあ好感度のみでぶっちぎってしまったので、なんか半ば政治的否定というかですね、討論否定みたいな感じになってしまったのが、まあ、間接的な言い方ですけれども、やっぱり非常にまずいというようなことを論じられております。まあ、親密性の先制、まあ、先制政治ってね、まあ、独裁のことを言うんですけれども、タイラニー・オブ・インティマシーっていうですね、表現を、社会学者のアルセネットさんという人がされているそうです。興味ある人は全部読んでみてください。ドラさん、コンカラスです。そう、岡田克也さんとね、いや、岡田さんも安住さん、私好きじゃないけど、あれはさすがにひどいですよ。中国のスパイはないでしょ。だからそういう誹謗中傷を放置しといて、まあね、自分はね、好感度アップをしてるわけですからね、それはやっぱりね、やり方がおかしいですよね。討論してくださいよっていう話ですよね。私は日本国に全く敬意を持ってない人間なので、国旗損壊罪は本気で意味がわかりません。年中国会を開くれって議論しまくればいいんじゃないでしょうか。以前の友人が3年前参政党支持者になったので、末金のブログ見たらパラレルワールドの話をしていて、日本のディストピア感を実感してしまいました。いやー、それ辛いですね。昔の友達が陰謀論者になるとかは、ほんとね、よく聞く話ですけど、辛いですね。国旗を燃やして抗議することがあったが、国旗を燃やす自由さえ国家が与えているという最高裁の判決後、アメリカ人は国旗を燃やさなくなったと。なるほど。まあそれはね、抗議の自由はあるけどもっていうことですよね。日本列島は強く豊かにという立派なスローガンは、だから防災に予算ガンガン突っ込んでやりますとはなりそうになく、結局何をどうして強く豊かにするという、それはまあ軍事産業で儲けるという話じゃないかと、先ほどの章で言いました。はい。だからそうじゃないんだよなっていう。ですね。好感度頑張ってるやってくれそうなイメージというのは、友達やサークルのリーダーを決めるとき、あるいはアイドル総選挙やコミックのキャラクターの人気投票には機能するかもしれませんが、政治では全く機能しません。つまり自分たちの未来に関する公共的意思決定に他者と共に自らも参加する市民ではなく、多くの日本人が市民である責任に耐えられず、せいぜいは親民あるいは顔のない群衆であることを、おそらく無自覚的に選んでいるとすれば、民主主義は高嶺の花であろうというですね、なぜ服従してはいけないのかというようなね、面白い本がある将棋面高橋先生なんですけど、はい、まあ外国に今住んでらっしゃって、なんか日本が遠くなったような気がするということを結構つぶやいておられます。ですね。明日はそうですね。初登院ですからね。いきなり会見を言い出すことないと信じたいですけどね。まあ、何がちょっと最初に議題に上がるのかですよね。
で、まあ、こういったね、ただ、まあ、なんだ、友達選びのような政治家選びに今回なってしまったっていうのは別に高市さんと自民党だけが悪いとか言っていうわけじゃなくて、やっぱりその背景にはこれがあるわけですよね。2週間で100万収益化の実態ということで、まあ、報道特集さんがすっぱ抜いたわけですけど、政治系 YouTuber、選挙中最も収益の上がるコンテンツは高市を絶賛する動画であった。2週間でがっつり稼ごうと思ったら100万円とか軽く固く稼げると。自民党にはポジティブ投稿し、自民中道へはネガティブ投稿するということで、まあ、この政治系 YouTuber の人自らはやらなかったらしいんですけど、まあ、これもう露骨ですよね。一目瞭然でしょ。自民党に対しては、まあ、ネガティブな投稿、私みたいなね、人間もいるから、ネガティブ投稿もあるけれども、圧倒的にやっぱりポジティブ投稿が多い。で、中道さんに関してはもう真っ赤っかなわけですよね。もうネガしかないっていうほぼ状況。で、高市さんに限って言うと、ポジティブ投稿がほぼ、全てを占めるんですよ。で、自民党に関する、まあ、動画視聴数に関して言えば、前回石破さんが総理だった時は、ほとんどがネガティブな投稿だったにもかかわらず、今回はですね、ポジティブ投稿がネガティブ投稿を上回るっていう結果になったっていうことですよね。だから明らかに、高市人気にあやかって稼ぎたい人たちが参画してるという。で、彼らって別に自民党支持者でもないし、お金が欲しいだけの人たちなんですよね。だからそういう人たちがやっぱり選挙に影響を与えちゃまずいだろうという話だと思いますね。はい。そうですね。だからそう、だからどうなんでしょうね。それ民主主義とはちょっと違う気がするんですけどね。やっぱりポピュリズムじゃないですか。で、イメージが良くない人の話はそう聞かれなくなったんですよね。だからやっぱりポピュリズムが伸長すると、イメージ中心の政治になって、あまり民主的な討論みたいなのが逆に好まれなくなるっていう現象で、私はそれね、権威主義化の一種だと思ってますね。はい。緊急事態条項をいきなり出すとか、和田静香さんが投稿されていたけど、まあ、だからいきなり出すかもしれないっていう話がされてますよね。はい。本当にそれはやめてくれよっていう話ですけどね。そう、石破の時は全政党が赤旗で批判していたのにはい。自民党が巨額の広告費を流しているサイトで業務契約もしてない素人が自民党を褒めて中道を酷評する動画が作れば100万単位の金が入ってくるって事実上の選挙買収ではないのかと。これはむしろロシア化なので違法化することは非常に困難になったと言うべきだろう。ピーター・ポマランツェフのプーチンのユートピア21世紀ロシアとプロパガンダ、ちょっとこれ読んでないんですけど、ポマランツェフはロシアでテレビプロデューサーをしていた人間で、まあこういうね、ロシアゲートって言われる選挙介入がね、トランプ一期の時も行われたっていうふうに言われてますけれども、まあ、プーチンはね、テレビメディアを使って自分のね、イメージのいい映像とか流しまくってるわけですよね。やっぱりそれに近い手法が今回取られたと言っていいのではないかというところですよね。はい。で、まあ、2024年の兵庫県知事選から言ってます。立憲民主党が衆議院で100議席以上持ってた昨年やってれば、デマ禁止とか法制化できたのに、それをやらなかったのは、まあ、野党の責任もあるんじゃないですかっていうちょっと追及があったんですけど、今回落選した岡田悟さんっていう方なんですけど、石破政権時、立憲と自民の幹事長官で抗議してましたが、高市政権が発足したって、急に自民党が応じなくなったそうです。そして自民対象ですから当分は変えないでしょうと。まあ、これが事実だとすると、まあ、意図的にやらなかったんじゃないのかと。立憲民主党は前向きに考えてたんですよ。まあ、それこそ安住幹事長がね、元幹事長が中心になって、デマとかね、こういう誹謗中傷であるとか、少なくともマネーロンダリングするような、ね、動画っていうのはね、禁止しようという、選挙期間中は禁止にしようというような法整備をしようと、一時はね、なってたわけなんですけれども、まあ、それがひっくり返ってしまったんで、まあ、当分はね、法改正も期待できないのではないかというふうに言われております。いや、ほんと政治動画はね、私ね、人のこと言えないんだけど、広告禁止にすべきですよ。少なくとも選挙期間中は禁止しないと、もうどうしようもないですよね。はい。玉木雄一郎さんが緊急事態条項から国会機能維持条項とかに名前変えようとしてるみたいですね。いや、ほんとずるいよね。いや、だから国会機能維持条項じゃないでしょって、緊急事態は緊急事態だ。だから緊急事態が存在しない限り国会維持条項にならないでしょっていう話ですよね。
小西博之さんが高市総務大臣に捏造文書だったら大臣辞めるんですかと詰めてる動画、ちょっとバズってましたね。はい。だからもしかして高市さんのこと知らない人いるのかなちょっと私的にはちょっとびっくりこくんですけど、まあ3年前のね、国会質疑に関しては私も面言とかで取り上げてるので、興味ある人はぜひチェックしてみてください。裏金もらってない石破が裏金報道でフルボッコリされ、裏帳簿で裏金管理してた高市さんが一気絶大なのは消せないという。どうなんだろう。まあ、高市さんの金銭疑惑に関してはね、いまだに続報があんまり出てないからね、どこまでやってたのかわかんないですけどね。うん。憲法とは西洋文明が編み出した英知であり、人類の成功と失敗の体験を明文化した歴史の賜物である。その通りですね。ありがとうございます。前の職場の人とか知事を顔で選んでた。なるほど。でも TPP のことはしっかり考えてたんだ。こんなんだと与党以外議員になりたがる人いないでしょうって。だからね、こういうことされるとね、だから、やっぱり自民党と敵対できる政党がいなくなっちゃいますよね。事実上、中道さんが壊滅状態なんで、いないわけですけども、ライバル政党がいないのはやっぱ不健全だと思いますよね。ドセイクさん、コカラスです。裏金に関しては一番もなんか噛んでませんでしたっけ？でも、そっか、なんだっけ？あれですね。鳥取の地元の事務所の件で少しありましたよね。そうだ、忘れてた。でもあれも結局追及されないでちょっとなあなあになっちゃいましたよね。はい。で、いよいよ高市早苗政権が本格的に始まったなという感じだと。高市自民に石を投げる者には徹底的に罵詈雑言が浴びせられます。これにビビって自民党批判はなるべく控えようと言い出した先にあるのは悪意が勝利する腐った社会ですよ。で、放置って言い訳じゃないんですか。それならバカ悪出しのあなたのコメントの方が悪いわというですね。こういうひどい人たちがちょっと X に大量に存在していて、スレッズはもっとひどいみたいなんですけれども、やっぱりね、意見対立してる人に罵詈雑言投げるのはまずいですよ。斎藤元彦じゃないですか。だから本当にな、もともとやっぱり参政党支持者だった人とかが大量に流入してるんでしょうけれども、非常にまずいと思いますよね。で、最近の若者は悪口が嫌いみたいなこと木原さん言ってましたけど、そうではないですよね。もともとの日本人の陰湿な気質、いじめ体質が出てるんですよ。だからナチスがユダヤを迫害した時に権威が適したものを喜んで叩く、もともと持っている人間の残虐性が免罪符を得て噴出する、権威に対して褒められたいという、喜びたいという感情ですから、だから若いとか年取ってるとか関係ないと思うし、高市さんの支持者の方がですね、よっぽどこのようにですね、口の性格も悪いというこれね、全部決めつけたらひどいです。間違ってますけど、全部決めつけるのはね、もちろん違いますけど、最近の若者は悪口や批判を好まないのは、野党は批判ばかりだから支持されないというですね、おた話がもっともらしく流通するのは、やっぱり権威主義の表れとしか言いようがないんじゃないかと思います。ひどいですよね。だから高市さんに対してあんなに好意的なのに、いきなりだから石破首相に対してはこんなこと言ってたりするわけですよ。なんでやねんっていうですね。だから同じ自民党であっても180度態度が違う人たちがね、大量になんか流れで、現れているわけなんで、やっぱり高市さんへの個人崇拝が進んでいる結果じゃないかと思います。でですね、多くの日本人は言語化できているわけではないけども、総理大臣に行政のトップとしての知性や手腕を期待しているのではなく、世間から遠くなりすぎた天皇の代わりに縁起のいい言葉で、社会を祝いでくれるシャーマンを欲しているのだと、常々思っております。野党は批判ばかりだから支持しないも同じ心理から発生していて、批判には縁起のいい言霊を感じないから、日本人は自覚していないけど古代中世からあんまり変わってないんじゃないでしょうかという。ただこれね、極端かもしれないですけど、結構やっぱあるよなと私は思うんですよね。やっぱりその批判とか、なんか、暗い話をする人は縁起悪いって言われるじゃないですか。だから、そうじゃなくて明るい話をひたすらしてる人とか、ちゃんとねってことほいでくれる、めでたいことをね口にしてくれる人とか、明るいことを言ってくれるメッセンジャーみたいな人の方が、何かにつけて好かれると、もちろん権威を持っていればより良いというような、ことですけれども、それはねやっぱりシャーマンを欲する心情だと思うのでよろしくないし、高市さんを卑弥呼みたいにね扱うのはやっぱりやめた方がいいと思いますね。はい。
っていうことで、高市さんの個人崇拝でございました。そう、高市さんね、なんかね、批判されるとね、無表情になったり、怖い顔になったりするからね、やっぱりそれ非常に良くないと思うんですけど、やっぱりそういうとこあんま言われないですよね。いやー、野田さん、ほんとな、政権交代しないでこうなっちゃったからな、やっぱり政治家としての評価はなんか決まっちゃった感はありますよね。国家は維持しなくていい派なので、国家機能維持とか変な名前にしたところで私は反対です。うんうん。まあ、共産党員でなくてもね、高市さんに歯向かえばというか、まあ、今ね、やっぱりこういうスレッズとかで X にたくさんいる人たちにですね、喧嘩を売るとこういう目に遭うっていうことですよね。はい。ツイッターはフィルターバブルができてて、あまり高市支持者の投稿は見えません。スレッズは本当にひどいです。理屈も何も通じないです。スレッズそこまでひどいんだ。あんまり私スレッズ見てないからね、ちょっとそのスレッズのね、雰囲気やばすぎるっていうような、まあ、ことは言われてるんですけれども、あんまりよくわからないところはあるんですけど、まあ、ガチでやばいし、なんかね、高市さんの悪口言ったらすげえボコボコに言われるみたいなのは言われてますよね。いや、明るくは本当現実逃避だし、確かに前向きにされてくれる言葉って魅力的に感じるけどね、そう、沈んでる国で明るいこと言うのはね、そもそも嘘じゃないのかっていう詐欺の類ではっていう疑いを持ってほしいですよね。いや、でもだから本当ね、民間信仰に近いですよね。うん。高市さんが総理なら人権なんていらないと思わないっていうスレッズの投稿を見た。いや。もう政治についてコメント見てると変になりそうな時があります。中居君の正義以外の加害の時も被害者と言われる人へのバッチングすごかったですね。いやー、そうですね。だから、まあ、中居はでもやっぱり芸能人だから、まあ、ああいう風になってしまう人がたくさん発生するっていうのはわかるんですけど、高市さんの場合ね、やっぱりそのね、芸能人として扱われてるんだろうなっていうのはひしひしと感じますよね。政治家の扱いじゃないですよね、これ。はい。まあ、お石明人さんね、今ほんと叩かれまくっててね、ちょっとかわいそうですよね。再起してほしいですけど、個人的には。でも難しいかな。そう、日本国全体がなんかオウム真理教みたいなね、嫌な雰囲気になってますよね、本当に。私はそのオウムとその統一教会以外はね、カルトと呼ばないようにしてるんですけれども、宗教差別になるんで。まあさすがにあの二つはね、やっぱ反社会性とかって飛び抜けてるし、でもなんか日本の底流にはああいうね、カルト的なものがあるのかなというのは最近感じちゃってますよね。はい。福島県は中道が勝ってる。大変だ。福島県民が足を引っ張る民度だと思われる。北海道もみんなね、ギリギリで、まあ、中道さん負けちゃったんですけど、一人勝ってますからね。はい。まあ、おいしさはな、というか、オールオフ沖縄についてはみんな反省してほしいです。はい。ということで最後ですね、今ちょうど沖縄の話出たんで、沖縄の方々とクルドの方々について話してちょっと終わりにしたいと思います。辺野古完成でも返還せず、米国防省が公式文書で明記、辺野古以外の代替滑走路要求ということで、まあ皆さん知ってると思うんですけど、米軍普天間飛行場の返還をめぐり、米国国防省が2025年9月に米政府監査院に提出した公式回答文書で、名護市辺野古の代替施設では能力不足であるため、代替である長い滑走路が選定されるまで普天間飛行場は日本側に返還しないと明記していたことが14日に分かりました。つまり今ですね、まあ日本をそれこそまあ高市さんの言い方で言うなら二分する大問題になっている辺野古基地が完成したとしても普天間は返還されないということです。まあ分かってたことですけどね。分かってたことですけど、やっぱりね、こうしてまあはっきりと言葉にされるともう何なんだよこれはよって、何のための施設なんだよっていう、まあね、何のためにだから沖縄の人たちこんな苦しんでんのっていう気持ちになりますよね。辺野古は作るが普天間を返すとは限られません。この30年のすべての交渉の積み重ね、沖縄の新区をちゃぶ台返しにする項目が日米合意にはあり、日本政府はこのことをまともに沖縄に説明せず、辺野古が唯一の解決策などと言ってごまかしてきたと。
いうことでですね、まあ日本側がずーっとごまかし続けてたのを、まあ逆に米軍側がね、まあきっかけでね、暴露してしまったということなんですけど、はい。まあね、それは滑走路がなかったら米軍的には使いづらいだろうから、まあその名護市ですね、那覇飛行場か、辺野古です、辺野古じゃない、普天間ですね、すいません、を引き続き使って辺野古は使わないと、いらないという話になるんですね。何のために辺基地作るんだよ、そしたらよってはい。ね。いや、ほんとなんかハサウェイみたいな気持ちになりまして、ちょっとまだ見に行ってないですけど、これこそ知ってた速報ですね。はい。いや、日曜討論ではね、もう一回大石さん出てほしいですけどね。いや、ほんと何のための工事なんでしょうね。今後何らかのヘイトクライムと思われる事案が発生し、それに対して政権が何らかのお墨付きを与えた場合、それに対する支持者の行動を考えただけでゾッとしますと。そう単に沖縄に基地が増えただけで、だからその沖縄の海とかを完全に破壊したわけじゃないですか。しかも今回何のためにこんなことしたのっていうね。ポピュリズムと民主主義の違いとか、ポピュリズムの危険性ってそもそも学校教育で教わらなかったから分からなくて当然といえば当然ですよね。もちろんそれは当然ですよ、本当に。だってね、多数決がね、民主主義だっていう風にみんな結構学校で教えられちゃってるじゃないですか。それがそもそもね、ポピュリズムであるので、どちらかというとポピュリズムの考え方ですよね、多数決主義っていうのは。だから民主主義でも使われる考えではあるけれども、まあその辺のやっぱりことをね、学校で教えてないっていうのがね、ダメだと思いますよね。いや、辺野古基地建設の前提が崩れたんだから、まず即座に工事中止すべきですよ、これ。いや、基地の新設だったっていうことを、だからはっきり言ったところでね、で、ここでオール沖縄の人たちがね、退場してしまったんですよね。いやー、もう本当に最悪ですね。ありったけの地獄を集めた沖縄戦の土地をどれだけ差し出せばいいのか。辺野古基地ができても普天間飛行場もそのままだと。浦添市もということで、だから辺野古がこのようにね、ガーンと作られてしまっても、まあ結局ね、何も変わらないっていうことが明らかになったわけだし、だからこの土砂とかにはですね、大量にだから人骨とかが含まれてるっていう、まあそれもずっと沖縄の琉球の方々がね、みんな言ってることですけれども、ずっとそう言われてきたわけですよね。だから遺骨の発掘もまだままならぬままなのに、勝手に宮古島とかの土使うんじゃねえよっていうこともずっと言ってきてるんですけども、無視され続けてるわけですよね。はい。辺野古基地問題にしての内地の人からしたら国境に存在する離島の宿命ぐらいにしかそう思われてないんですよね。だから安住は本当撤回すべきですよ、あの言葉を。信じられないですよね。まああれで負けたと言っても過言ではないぐらいの問題発言だったと思いますが、はい。親森歌大会という子供が親を歌う、短歌を読む大会とか教育委員会や有名な映画が公演になってたりして怖かった。そうなんだ。ありがとうございます。どんな大会なんだろう。いやーまあね、これでなんかね、儲けてる人たちはいいのかもしんないですけどねっていうか、それでいいのかよっていう気がしますよね。多数決と民主主義は本来何の関係もない悪の民主主義。なるほど。ありがとうございます。まあそうですね。あくまでただの手段ですからね、多数決って。はい。民主主義の考えではないので、辺野古以外の基地作りが始まるという事実で、まあそうですね。明らかに日米の権力差が露骨に現れてる、まあ話ではありますよね。マルシア・ガルケスの、族長の秋という本を読んでいると、独裁者が自国の資本を外国に売りさばいて価値あるものは全て剥ぎ取られ、美しい海すらそこにあるのにもうそこにはないみたいな状況になってるんですよね。独裁者は猛録してろくに吟味もせず死者に明け渡してしまう。無論国民は何も知らない。今の日本を想起させてますねというですね。はい。まあガルシア・マルケスのですね、有名な族長の秋という、小説があるんですけど、これすみません、リンク貼るの忘れてた。この方はですね、ラテンアメリカの、まあ、この方著名な文学者で100年の孤独とかの作者なんですけど、ラテンアメリカの独裁政権の、原型を再現したですね、高齢の独裁者の、話なんですよね。はい。だから、やっぱりなんかラテンアメリカの昔の独裁国家みたいになってきたのかなという、気がいたします。はい。
そもそもポピュリズムと民主主義の違いとか日本で真剣に考えているのは大学で哲学や政治学を研究している人たちだけなのではないか。まあそうですね。だから一般的にね、そうやって知られてないですしね。だからポピュリズムという用語自体もね、その政治家の人たちが一部で言い出しただけで、最近になってね、ようやくそのマスメディアとかに載るようになってきた話ですからね。辺野古はそもそも工事が終わらなければ予算は永遠に引っ張り続けられるっていう計画だったんじゃないかなと。山梨で反対運動起きた結果、沖縄に米軍基地移転されるし、無関心じゃいけないことですね。まあそうですね。はい。だからね、やっぱり今度の人間が結局、琉球、沖縄に押し付けてるっていうね、認知が必要だと思います。そしてちょっと最後にこれもねすいません紹介したかったので話したいんですがクルドを知る会さんなんですけどもクルド系の方々の支援をされている方なんですけど2026年から仮放免の人たちが JLPT の日本語能力試験が受けられなくなりました。昨年は仮放免の人たちが持つ運転免許証の更新ができなくなり、運転免許証は仮放免の人たちの身分証としても機能してました。こうしてやって一つ一つそれぞれの事情にはお構いなく人が排除されているということで、観光等の短期滞在や3ヶ月以下の在留期間が限定された人など在留カードを所持してない人は受験できませんということで、申し込み時点で中長期在留者及び特別永住者でない場合、在留カードが交付されてない場合は受験できませんというふうに書いてあるんですね。だから日本語能力試験を受けられなくなっちゃったんですよ。これ全く私もだからってなんでそんなことになるのって思ったんですけど、これも入管のね先ほどの、3000万円の件がありましたけど、オンライン証明の件がありましたけれども、これも入管がですね勝手に制度を変えちゃったんですよね。でその結果何が起きているのかというと、ちょっと衝撃的なポストが流れてきたんですけど、ある在日クルド人の人たちの話によると、日本のクルド人は自主帰国する人々がどんどん増えていて、残ったクルドの人たちもほとんどが今年中に日本を去っていくかもしれません。なぜならみんな入管で毎月国に帰れと言われたり、いつ日本から去るのかと聞かされたりと、ひどい嫌がらせを受け続けているとですと。だからですね、独裁国家のトルコに帰れって言われて、向こうのね独裁ですけど、エルドアンという人が独裁状態になってるんですけど、向こうの方がだから人権制度的にマシだから帰るっていう決断をしてる人が結構いるっていうことなんですね。いやもう言葉がないですね。なんか日本ってもうそこまでになってしまったのかと。確かに入管がねこのように嫌がらせをして、将来のね道筋もないっていう風になると、試験も受けられないっていうことになってますから、そりゃね帰るっていう決断をする人も現れるだろうなと思います。なんかね、ほんとね、こっから風向きが変わる方法も考えにくくなってきてますし、ね、なんかこれからどんどん日本が悪い方向に行ってしまうのかと思うと、ほんとうんざりするなという気持ちですね。はい。日本語能力試験って英検関係みたいな位置づけじゃないのかよっていうですね。いや、そういう話のはずなんですけどね。なんか、だから仮放免の人には受けさせないっていう風に制度が変更されちゃったっぽいんですよね。いや、ほんと日本のアイスですよね、やり方が。入管の追い出し作戦、全くもって愚かしい、自国よりひどい迫害とは何ということなのか。だから入管の人たちがこういう人たちを生み出してますからね。だから普通にビザ認めてあげればいいだけの話なのに、在留するね、意思がある、働く意思があるにもかかわらず認めないわけですからね。フランスやドイツだと民主主義とは何か、ポピュリズムが危険なのかということについて必ず学校教育で取り扱われますが、これは両国の流血の歴史があったからですな。なるほど。でも日本もナチスドイツに協力してたんですけどね。もっと教えろよっていう感じですね。入管の体制を変えられたとしてもですね、今の日本にやっぱり居続けることは難しいのかなという気もします。はい。ということでですね、ちょっと、今回なんかすいません。ちょっといろいろ疲れ気味で、体調もあまり良くなくてですね、ちょっといつもよりね、あんまり暗い話になっちゃったかもしれないんですけど、パレスチナ、アメリカの現状と、高市政権で心配なところとを、お話しさせていただきました。よかったらチャンネル登録、高評価とぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。で、最後にですね、いつもというかなんですけれども、あまりに暗いままでですね、終わったらちょっとあれなので、ですね、市民レベルでですね、抵抗運動がいろいろ続けられてるんで、その紹介をして終わりにしたいと思いますので、ちょっとお水飲ませてください。
はい、ありがとうございます。お聞きいただいてありがとうございます。流血の歴史からやっぱ目を背けてますよね。加害の歴史をとことん排除してるし、日本のね、そう、朝鮮侵攻も加害行為として数えられてないから、だからファシズムとかそういうね、軍事侵攻みたいなのがいかに危険かっていうのがやっぱアクチュアルに伝わってないのかなという気がしますよね。はい。で、まあちょっとですね、いろいろ抵抗をしている人たちの話を最初ご紹介したいんですけど、まあマムダニさんをね、褒めてる人がまあ今たくさんいるんですけど、彼はカリスマだからあれができたんだ、日本の左翼ができないことをやったって軽く言う人がいますけど、マムダニはアメリカの左派たちがいろんなみんなで作り上げてきた大きなムーブメントの中にいます。今の日本にそんなムーブメントあります？太田光の質問が意地悪って叩かれる世の中で、野党が与党を批判することが意地悪になる日本で、あと、マムタニ市長を準備したのはアメリカの左派だけではなく、普通の人たちがじゃあボランティアで個別訪問に行くとか動画作るとか、マムタニに勝ってほしいからニューヨーク市民じゃないけど募金するとか、なんとかイベントやってみるとか、ムーブメントを起こした。インスタを開いたら共和党支持者としてトランプにノーを言うみたいな発信だって流れてくるし、教会関係者として聖書を引用しながらトランプにノーを言う人たちもいた。普通の人たちをそれをやったと。歴史学者に経済学者、法学者が自分の知識を武器にトランプを批判して募金を募ったりする。そういう裾野がマムダニ現象を支えている。その土台を作ったのはバーニー・サンダースでもあるし、AOC でもあるし、そういう人たちのもとに結集した多様な個人の試行錯誤である。ジョージ・レイコフみたいな書き手たちのフィードバックもそれを支えている。右派側の動員ツールに対して左派側の動員ツールもある。これは左派だけのサッカーじゃない。社会の構成員みんなでやってるサッカー。このサッカーが右にとっては節税と蓄財を同時にできるビジネスチャンスの方向で、左にとっては自分の時間とリソーチをひたすら差し出すとボランティアになっている。この不均衡を考えないで、なんで日本の左派はマムダニみたいにできないんだかって他人事のふりしてやれやれっていうポーズを取るのはずるい。それを言うあなたの足場はどこにあるのかと。いうですね。まあいつもマムダニさんの動画とか作ってくれてるね、霧島さんなんですけれども、全くおっしゃる通りだと思います。だからそもそもムーブメントがないんですよ。ムーブメントがないからああいう人登場しようがないでしょ。だし、もう左派がね、正直、まあだいぶね、中道さんがやられて死に体になってしまってるので、まあここから逆転するって確かになかなか容易なことではないんですけれども、でもやっぱり一人一人がね、やっぱり高市さんのやり方が違うっていうふうに思うんだったら、まあ保守であろうがね、左派であろうがね、やっぱり広く抗議していかなきゃいけないし、そういう裾野が、マムダニさんみたいな人のね、動かす原動力になるわけですから、やっぱりここからね、なんとかしたいっていうふうに思うんだったら、地道にね、そういうことやっていくしかないんじゃないかなというふうに思います。はい。そう、マムダニさんの当選はね、市民の団結の結果ですからね、日本ではこたつ抜くの松茸信之が軍師気取りだからな。だから、ああいう人たちで発言もうさせない方がいいっすよね。で、先にちょっとコメントいただいてるので紹介しますけど、まゆさんいつもありがとうございます。ですね、防衛省が初の攻撃型ドローン入札でイスラエル製はなく豪州製を指定しました。入札には、オーストラリアディフェンドテックス社のドローン40のみが参加し、そのまま選定されたそうです。2年にわかり粘り強く続けられてきた BDS ボイコット投資引き上げ制裁運動の歴史的勝利ですということで、まあドローン買っちゃったんで、確かに買っちゃったんですけども、まあとにかくイスラエルからのドローン購入はですね、中止されたそうです。本当にお疲れ様でした。おめでとうございます。はい。いやー、よかったというか、良かったと言っていいのかなという気はしますけれども、まあそもそもね、攻撃性ドローン買うなという話ではあるんですが、今回ね、イスラエルへのね、攻撃性ドローンを買うという話が持ち上がって、防衛大学 OB のね、平山隆盛さんなどがですね、ハンガーストライキをされたり、激しい抗議をされて、防衛省前で11日間倒れるまで続けられたんですけど、本当にね、命がけの行動だったと思います。で、やはり市民が切実な声を上げることは決して無駄ではないと。国家の防衛方針に影響を与えるということを固く信じたいというところですね。はい。まあ本当ね、だから小野寺さんがね、イスラエルに行った時点で私正直終わったんじゃないかなって思ってたんですけれども、ここからね、本当ね、イスラエル買わないっていうことになったのはね、本当に素晴らしいと思いますし、だからね、まあ次はね、こういうね、軍事産業に、金を出させるっていう動き自体をやっぱ止めていかなきゃいけないかなと思います。イスラエル製を避けたのは民主主義の勝利ですね。そう、高校生の時に評論家気取るなっていう風に、だから評論も必要だけど、その評論家やってるだけじゃやっぱダメですよね。はい。大学の結果は避けられました。まだまだ講義は続けないといけませんが、本当に良かったですということでですね。いや、本当に良かったですね。はい。
とりあえず一安心というところですけどね。まあ、ただ次もね、イスラエルからね、何買うか分かりやしない状況なので、まあ、引き続き抗議をしていくことは必要だと思います。はい。まあそうですね、書き方的にはね、イスラエル側が逃げたんじゃないですかね。なぜかね、だから入札に現れなかったので、奴ら。じゃあ来んなやって感じですけど。まあだってアルジャジーラにね、65人日本人がいるっていうこともすっぱ抜かれてるし、さすがにまずいと思ったんじゃないですかね。関東大震災の歴史の方とかを読んだら、思ったより壮絶でした。沖縄の歴史も慰安婦というか女皇などの出稼ぎの歴史もあり、差別の歴史は根深いと感じました。そうですね。まあそういった歴史がね、やっぱり沖縄に関しては特に今に続いてますからね。はい。まあ今に続く差別の歴史といえば、まあエプスタインが何が何でも潰したかった MeToo 運動のまあ一部ではあると思うんですけど、保育園落ちた日本死ねという文章を書いて10年が経ちました。あの時生まれた子供はもう小学4年生です。保育園に落ちて絶望したあの日のことは今でも覚えています。子供たちが安心して暮らせる世の中になってほしいですということで、大変な名文なのでね、知らないという方はぜひこれからリンクから読んでください。共感してもらうには丁寧に頼めと被差別側に投げられるトーンポリシングを気にすることはない。この鼻の底からの怒りの発信が共感を呼び、保育園を落ちたのは私だと子育て世代が国会前に集まってデモをしました。これで保育拡充が進みました。上げた声は流るの、素晴らしい実例に感謝しますということですね。まあ、当時ですね、保育園の選定に落ちてしまった方がですね、いらっしゃって、まあ、その方がですね、怒りの抗議を、ネット上でされたんですけれども、まあ、それに、ですね、集まって、こうして集まった人たちが2016年にこのようにたくさんいたんですよ。それで、待機児童のですね、対策などが練られて、まあ、子供が以上のやってることはね、不十分に極まりないですけれども、まあ、とにかく少しはね、自民党政治が変わったので、やっぱり声を上げることはとても大切なことだと思います。はい。BDS ジャパンの方は、平山さんの上に爆弾を落としてるのが今のガザですと。そうですね。だからね、本当に世界中の人たちが連帯してるわけだけど、連帯してる人たちのこともね、イスラエルは踏みにじってますよね。はい。で、合わせてなんですけど、ですね、先日ですね、話題になった映画ね、アイスランドのね、全女性の 90% が一斉に仕事や家事を休んだ女性の休日という、映画が、今静かにヒットしてるんですけど、日本でもですね、3月6日に女性の休日作ろうということでですね、今日は家事も仕事も休みます3月6日、7日、8日、女性の休日全国一斉アクションということで、ご参加できる人はぜひともですね、女性の方は、参加されるといいのかなと思います。インターナショナルウーマンデイということで、やるそうです。どなたでも参加可能ということなので、まあ女性の方はですね、ぜひとも参加を検討してみてください。はい。そう。だからやっぱりなんだかんだ言って戦争とかでこういうその非道なことに反対してくれるのって女性だったりするんですよね。でそこはね、やっぱりその、まあ言い方とかの問題だったり、女性性の利用だったりとかっていうのには注意しなきゃいけないですけれども、はい。普遍的な現象じゃないかなという気はします。安倍晋三が国会で国旗が落ちたの人が実在するかどうかわからないとか、そういうふざけたこと言ったんですよね。本当おじさんのね、典型的なそういう回答をしたんですけど、まあ結局変わらざるを得なかったですからね。まあ、私は高市さんのこと認めてないですけど、アンチフェミニストだと思ってるんで、まあ実際その女性への抑圧に逆になっちゃってる部分もあると思いますけど、まあ自民党の支持者の中でもやっぱり女性の方はね、女性、どうでも、もう極右でも何でもいいから女性にね、指導者になってほしいっていう人がたくさんいたわけで、まあそれが人気につながってるということをね、自民党の人たちはそろそろね、考えてほしいなと思いますよね。はい。ということですね。あ、そうか、6日は平日ですね。はい。ありがとうございます。そして最後に、ですね、まあ最初ロボットの、動画見せましたけど、春節なので中国の留学生が明けましておめでとう的なメッセージをくれる定型文らしいんだけど、山が高くても行く道はある、水が深くても渡る船はある、どんな困難があっても必ず解決の道はある、障害があっても乗り越える方法は存在するという意味らしいと。
いやー、これちょっと泣かされましたね。だってこの方は学習院大学とかね、全大学の、講師をやってらっしゃって、荻上チキさんのセッションにも出てらっしゃる塚越さんなんですけれども、だから中国の留学生がですよ、こんなメッセージを日本人に送ってくれるんですよ。なんだ心の温かさであろうかという情けない。なんかそのね、こんなもの、こんなメッセージ、多分塚越さんがいい方だからだともちろん思うんですけれども、送られる資格がないっていうふうに思っちゃいますよね。こんだけひどい態度取ってても来るなみたいなこと言ってるじゃないですか。どこもかしこも。だからね、でもね、やっぱりこうやって思いやってくれてる人もいるっていうことですよね。もちろん中国の人全員がそうじゃないとは思いますけど、はい。で、ちなみにね、この故事なんですけれども、出典はですね、西遊記だそうです。西遊記の74章。まあですね、いつか、このようにですね、困難があったとしても、まあ、西遊記のようにですね、冒険して乗り越えられるよっていうようなメッセージの、こもってる言葉だそうです。だからね、西遊記とかね、ちなみに、まあ、このロボのモデル多分西遊記の孫悟空だと思うんですけど、まあ、ドラゴンボールのモデルでもあるしね。だから、やっぱりこういう時にね、近くにいる隣人って誰なのかって言ったら中国でしょ。だから、付き合い長いんだからさ、そんなね、戦争なんて馬鹿らしいですよ。やっちゃダメでしょ、絶対に。どうかしてると思いますよ。申し訳ないけど。そりゃね、習近平がね、台湾になんか仕掛けてくんなら止めないといけないですよ。そりゃそうですけれども、それとこれとはまた話が別ですよね。まあだし、できるだけそういうね、変なことを考えさせないためにも、やっぱりね、日本は平和主義ですよって我々はあらゆる戦争に反対してますよっていうことをね、強く言っていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。はい。っていうことですね。そう、中国共産党と中国市民って全く違う存在だし、そもそも中国の市民の方々のね、こういう意思とか、その日本に対する気持ちとかって中国共産党は一切反映してないので、民主主義政府じゃないですからね。だから、もちろんね、だから要注意なんだけど、そのことはやっぱり頭に入れとかないと間違えますよね。はい。ということでですね、抵抗運動の話でございました。まあなんとかね、こういう軍拡の暗い世の中になってしまいまして、まあトランプは相変わらずだし、ね、何が起きるかわからない状況ですけれどもですね、まあどんな困難があっても解決の道はあるということでですね、頑張っていきたいなというふうに思います。はい、戦争反対です。はい。そうですね。我々もね、さっきから自民党と一緒にするなっていう話なんですよね。私、物心ついた時から自慢じゃないけど自民党に投票したことないからね。はい。まあ常にね、共産党に投票してるかというと全くそんなことなくて最近なんですけど。お恥ずかしいことに。はい、ということでですね、配信以上でございます。よかったら高評価、チャンネル登録と、ぜひともよろしくお願いいたします。戦争は断固拒絶したいということでですね、ありがとうございます。ありがとうございます。まあその意思はね、みんな同じだというふうに信じておきたいところなのでね。はい。まあみんなね、エプスタインみたいな悪いやつじゃないと思ってますので、まあここにね、来てらっしゃる方はね、いろんな思想の方いらっしゃると思いますけど、まあですね、戦争にはですね、絶対に反対ということでですね、ですね、少しでも、自分のできるアクションをしていきたいなと思います。はい。ということでですね、すいません、ちょっと今日、微妙に体調があんまり良くなくて、ちょっと短めになっちゃったんですけども、以上でございました。来ていただいて今日もありがとうございました。なのでですね、皆さんも、今寒いのでね、体調等にはぜひともお気をつけになられてください。で、今週なんですけども、金曜日の配信を予定しております。ちょっとまた、予定決めてないんですけれども、まあなんか雑談とか企画とか何かしらできたらいいかなというふうに思っております。で、21日はですね、ちょっと用事ありまして、あとゲームの配信ですね、1回終わりましたので、スタンリーパラブルすぐ終わっちゃったんで、1回お休みさせていただきまして、22日にはですね、しばらく面言やってなかったんで、国会同時視聴など、やろうかと思ってますので、ぜひとも皆様チェックしてください。はい、自民党に投票したこともないけど、ほぼ落選してます。わかる。
今回中道に戦略投票したのに落選したじゃねえかっててめえらって責任取れやって感じでしたねはい、お疲れ様です。戦争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対します。お疲れ様でした。ご自愛くださいということでありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、皆様もぜひとも体調とかお大事になさってください。ありがとうございました。また気軽にコメント等していただければと思います。ということで、以上となりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。週末もよろしくお願いします。お疲れ様でした。